皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ生放送回です。動画の時は一つの動画につき1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために、動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違います。ですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますので、そうした雰囲気が苦手だなと思う方は、そもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいです。それではこれより本放送を開始します。ぜひとも最後までご一緒ください。それではスタート。皆さんごきげんよう、上川薫です。2021年12月25日、クリスマスの生放送を行っていきますので、よろしくお願いします。いつものように、会場前から多くの方が来てくださってありがとうございます。今日もいつものようにやっていきますので、最後までお付き合いください。放送時間としてはいつものようにこちらも21時からだいたい2時間ぐらいをめどにして、そこから話が、なんだろうな。ちょっとマックと遠いかな。よし、もうちょっと近づける。はい。少しこもった感じの音ですね。っていうことですけども、マイクの設定それ自体はあまり変えてはないとは思うんですけれどもね。ちょっと、何かいつもと違うかな。はいはい。皆さん、改めまして、マイクの設定ちょっと変更しました。こちらの方で声が聞こえているんじゃないかなと思います。多分大丈夫かな。よいしょ。最初の方はですね、ちょっと私の場合、パソコンに2本マイクをつなげてまして、1本は録画を主に動画投稿用にするときに使うマイクと、今生放送用のマイクっていう、今2本突き刺さってる状態で、動画撮影用のマイクがちょっと遠いところにあるので、そっちの方が今声に拾っている感じでしたね。なので今、パソコンのデスクのところにある生放送用のマイクに切り替えました。これでは大丈夫でしょうかね。はい。銀翼さん、大丈夫になりましたっていうことなので、はい。こちらの方で行きましょう。いつものように私の用意したニュースとともに皆さんからのチャットの書き込み、そして、ある程度質問の大枠については、YouTube のコミュニティ掲示板の方で生放送話題募集という形で皆さんからの書き込みをしてもらっております。こちらの方の話を主には取り上げていくんですけれども、同時に私が喋っている時にチャットの画面を見て、これはどうなんですかっていう、いわゆるその時その時の質問とか思いというかも、拾える時は拾っていきますので、そのようにして、進行していきます。カナムさん、クリスマスなんてなかったんやっていうことなんですけれども、私も特に、世間一般でいう華やかなクリスマスとは全く無縁の生活をずっとしておりますので、いいんですよ、それは。もう YouTube だけではなく Twitter 上でももうクリスマスなんてねっていう人たちはもうたくさんいますので。で、基本的には Twitter でもそうなんですけれども、もう忙しい人はそもそも書き込みしないですからね。もうリアル生活が充実している人はそういったものでございます。さて、それではこのチャットの方を進めていくにあたって、評価順で並べ直すっていうのを基本的には主に使っていきますので、
書き込みを見て、この話題、優先的に話聞きたいなと思うものがあれば、他の人の書き込みに対して高評価、グッドボタンを押してあげると、優先的にお話をしていこうと思います。はい。それではまず、本日の一番最初の、書き込みへの回答をしていきましょう。山千とさんの書き込みです。上川さんの声と話し方が好きでいつも拝見しています。ふと笑ったり、素の表情をする瞬間が好きです。最近見て面白かったもの、美味しかったもの、楽しかったことなどよろしければ聞きたいです。ということで、なんということでしょう。クリスマス、今さっき私には全くの無縁なのにっていう話をしたばかりなんですが、こういった話題になったと。さて、ちょっとクリスマスの話題で、こういう話題もあるのかって最初思ったのが、世界各国においてこのクリスマスをどう祝うかっていうのは文化的にもちょっと違ってるんですよね。キリスト教のお祝いの一つですよっていうことで日本ではイベント化していて別に宗教儀式として楽しんでいる人っていうのはいることはいるけれどほとんどの人はあくまでもなんか季節のハロウィーンと同じで楽しむためのものだよっていう感じなんですけれども、モンゴルの場合だとですね、これが赤い服ではなく青い服なんだよなんていうのがあって、ここ最近のなんか雑学的に言うと、そういうのもあるんだと。で、モンゴルから来た人たちっていうのが、このクリスマスをいつ祝うのかっていうのが、この日本と違うそうです。日本だと今24日、25日、このクリスマスとクリスマスイブのこの2つの日、もしくはその前の日ぐらいからもう、なんとなくイベントとして楽しんでいる人たちがいるわけなんですけれども、モンゴルではこの青い、サンタさんがですね、プレゼントを渡してくれるっていう話なんですけれども、日本では、今の時期なんですけど、モンゴルではちょっと後なんだそうです。よいしょ。プレゼントを渡す日というのは、モンゴルでは12月31日、ニューイヤーイブの日にクリスマスもお祝いしますということなので、モンゴルの人が日本にやってきて、子供を幼稚園なんかに預けた時には、他の周りの子供たちはもうクリスマスプレゼントもらったよなんていう話題があるんだけど、モンゴルの人は、いや、まだ私たち12月31日だからクリスマスプレゼントなんて用意してないよなんてことになってちょっと驚く。そして子供だけがなんか一人だけ、私のうちにだけサンタさん来なかったのみたいな感じで、ちょっとショックを受けるっていう、カルチャーショック的なことが起こるんだそうですね。なので私たちも、なるほど、なんかもう日本だともうこの12月の24日、5日ぐらいって考えているけれども、国によって違うんだ、なんていうね。そのあたりはちょっと覚えておくといいかなって思いますね。で、これで言うと、南半球は季節が逆なのでっていう話を今、ちょうど、天野中の熊さんが書いてますけれども、日本だと今もうまさに冬だし、北半球はもう本当に、雪が積もってるとこもあれば寒波が来てるところもあるんで、まさにもう分厚く服を着込んで、ソリに乗ってっていうイメージなんですけれども、南半球は季節が真逆っていうこともあって、オーストラリアは夏なのでサンタはサーフボードかクルーザーでやってくるとかっていうね、そういうこともあるんだそうですね。あとは食べるものはやっぱり国によってかなり違っていて、日本だとクリスマスケーキっていうのが一つ定番的なものなんですけれど、どの肉を食べるかっていうのは結構それぞれの国で違うって話はよくありますよね。アメリカと日本だけでも違いますし、同じように、鶏の肉を食べられないような人たちの中でもクリスマスを祝うってなったら、鶏肉はそもそも出てこないとかね、あんまりケーキ食べる国じゃないよっていうところではもう普通のなんていうかお菓子が出てくるみたいな話とかもありますからね。そんな感じで、クリスマス一つとっても世界各国、地球の北半球、南半球でも違うっていうのもあるし、で、日本の中で祝おうと思った時もこの文化的な差っていうのが出るっていうのはなかなか面白い話だなと思いますね。銀翼さん、ネットで見たけど、アメリカでメリークリスマスが NG になりつつあるとか、理由はクリスチャン以外が増えてるからって。でもハッピークリスマスは OK とか。英語はよくわからんっていうことなんですけど。これはアメリカの方で実際に起こってる話ですね、確かに。
キリスト教徒ばっかりだった時代っていうのがまあもちろん過去にあって、で現在だとそれが少しずつ状況が変わりつつあると。まあというのもですね、南米から来る人たちっていうのはどっちかっていうとキリスト教系の人たちが多いんですけれども、イスラム教系の人たちもアメリカに移住するニーズっていうのは多いですし、またアジア圏からやってくる人たちの中にも、同じく無宗教であったり、もしくは、イスラム教系の方たちっていうのもやっぱりいるんですよね。イメージ的にはアジア圏でイスラム教の国っていうのはあんまり日本人だとピンとは来ないんですけども、インドネシアとかそういったところではイスラム教徒の方が多かったりとかしますからね。東南アジア地域では、どちらかというとイスラム教の人たちの人数が、増加傾向にあるということがあります。まあそんなわけでいろんな国から移住してくる人がいるアメリカっていうのはだんだんとキリスト教徒一色ではないよっていう状況になりつつあるんですよね。日本では多神教だよねっていう話ですけど、もう日本はそうですよね。もう何でもありって言うと変ですけど、誰だったかな、遠藤周作さんだったかが、日本の宗教に対する一つの評価をするならば、日本は沼のようなものだっていう評価を確かしたんじゃなかったかな。これは多神教の考え方っていうこの日本の土壌っていうのがまさに仏教の神様であろうとも、イスラム教徒であろうとも、キリスト教徒であろうとも、ユダヤ教であろうとも、ヒンドゥー教徒であろうとも、まあ様々な神様がやってきても、まあそれぞれの神様をある程度共存する形で受け入れることができるっていうのは、ある程度日本人のなんか文化的な、受け入れるその許容量が大きいっていう話ですよね。まあ決して天照大神がいるから他は許さんみたいな話じゃなくて、別にスサノオだっているしみたいな、つくよみだっているじゃんとかいう、そのあたりからもうすでに多神教の考え方が始まっているので、唯一絶対の神だなんていう話をされても、いや別にいろんな神様がいるんじゃないっていうね。まあそこら辺はかなり、一神教の考え方とかなり差がありますよね。まあといった形でこのクリスマスの日の話っていうのも、いろんななんていうかな、雑談知識的なものを見ていくと、そこからいろんな考察ができたりとか、もしくは今の状況とかね、まあそんなことも考えられるので、まあ面白いといえば面白いかなと思いますね。銀玉さん、だからパズドラみたいなものができちゃう。まあパズドラは私はやったことはないんですけど、いろんな神様がいろんなゲームの中で、いろんな出てきますよね。まあシバ神の方が強いのかとか、ゼウスの方がとか、オーディーンがとかね、まあそういったどの神様が強いのか論争とか、まあありますよね。バルファラゲート。まあそうですね。トシ君さん、初詣は来年も出雲の大社。なんと正式名称で行ってきましたね、みたいな。出雲大社って言うけれど、出雲の大社だよっていう、あれですよね。分かってる人はそういう方が、っていうのもありますけど、別にいいんですよ。出雲大社でも全然。まあ基本的に、神様的に言えば、まあ仏様的に言ってもそうなんですけど、どこかの身近なところに行ったとしても、別にそういう総本山的なところに行ったとしても、神様はそれを、なんていうかな、差別しないよっていうのが、まあ日本の宗教観ですよね、どちらかというと。まあといったわけで、クリスマスのオープニングイベント的にはこんな感じで、まあいいんじゃないかなっていう感じですよね。まあ私自身はいろんな宗教に対しては、拒否は基本的にはしないんですけれども、まあだからといって特定の宗教に肩入れもしないっていう感じですね、私としては。盲信すれば結局のところ宗教っていうのは経典とか聖典と呼ばれるものから離れて人間の考え方に基づいた何かしらの、まあ洗脳とは言わないですけど、人間の考え方にちょっと毒される部分がありますからね、どうしても。で、古くからある宗教っていうものはどちらかというとそれが見えにくくはなっているんですけど、ないわけじゃないと。で、新興宗教の場合だとその教祖のこの
個人的な考え方みたいなのがガツンと前に出てくるんで、まあより分かりやすく、ちょっと危ないものは分かりやすくなるという感じですよね。まあどっちにしても、宗教っていうのは私から見るとあまり、足を突っ込みすぎるとちょっとね、考え方に偏りができちゃうんじゃないかなと思ってますね。さて、それでは次行きましょうかね。兵庫加古さんの書き込みです。来年の米中関係、そして日本の進むべき道の上川さんのご意見が聞きたいです。ということでありがとうございます。米中関係の話、まあ外交関係の話を他の方も書かれていると思うので、同じようなものがあれば一緒にご紹介していきましょうかね。他には。なかったかな。よし。じゃあまあ米中関係の話いこうか。誰かが書いてたと思うんだけどな。どなたとかが書いてたとは思うんですけれども、日米2+2っていう日本とアメリカの交換協議っていうのが予定されていて、これがですね、もともとは日本側からまずアメリカの方に実際に出向いて現地で会う形での会談をしようという話がありました。まあところがですね、これがオンラインへと変更になりましたよっていうのがお知らせが出ております。これが12月24日、夜の出来事でございます。日米 2+2 オンライン開催に変更へ、オミクロン株急拡大でということで、一応理由としてはこの後半部分、オミクロン株が拡大してるよっていうことを理由としているんですけれども、でも果たしてそれだけなのかなっていうのが今言われているところです。で、この話の前に、一つ動きがあったのが、北京オリンピックの事実上外交ボイコット、経済界は苦悩という記事をご紹介しようと思うんですけれども、岸田総理はこの北京オリンピックに政府高官が行くかどうかについての判断というのをものすごく伸ばしてきました。アメリカやイギリス、カナダ、オーストラリア、これらの国々が中国の人権問題すんごいこれは、見逃せないぞということを理由として、まあ政府関係者についてはなるべく行かせませんということを表明しました。で、その時にですね、日本も同じように言えばいいのにと私は思ったんですけれども、結局のところ、林外相も岸田総理も適切な時に判断します。それは今じゃないんですよみたいなことを言い続けてきて、結局答えをはがらかしてきたと。いわゆる曖昧外交になってきたんですよね。で、その曖昧外交になったっていうのは一つ問題なんですけれども、私はまあそれが問題だとは思ってるけど、どうも経済界はその曖昧外交の方がいいよっていう後押しをしている。まあそんな記事などが出ております。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。今チャットの方で見てみると、何やら異変が起こっているようなんですけれども、こちらの画面からだと操作が何か今雨の中のクマさんが書かれてますけれど、なんかやたらと変な処理をしているようなので、でも本人が書き込みっていうのがちょっと見られないので、もしかしたらなんていうかな、アカウントの乗っ取りが確かにされているかもしれないですね。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。エルメスマリン。本人のちょっと、状態がわからないんですけれども、ある程度操作できる権限っていうのが、皆さんじゃないですね。ある程度の人たちにちょっと付与している関係で、その中の一人が多分アカウントを乗っ取られたかもしれないのですよね。なので、ちょっとこれを、設定を変えなければどこかでいけないんだけれども、どこかな。
よいしょ。よいしょ。うん。モデレーターの権限をちょっと、一旦停止しました。今ちょっと裏の操作でやっておりますので、多分これで少し、収まるんじゃないかなとは思うんですけれども。よいしょと。はい、ちょっとじゃあ話戻しましょうね。で、今アカウントの乗っ取りの話をしたんですけれども、アカウントについて言うと、2段階認証っていうのをまずやるっていうのを前提にした方がもう断然いいです。私も過去、Facebook のアカウントが乗っ取られたっていうことがあって、で、その時はもう韓国アカウントで韓国 IP のもうまさに、これはあっちの国からやられたな的な、感じだったので、まあボコボコにやられて、その Facebook の中身を全部、取り返した時には、運営に対して、まあいろいろ言ってなんとかできたっていう話があったんですけれども、まあそういったことはあって、その時感じたのは、2段階認証してなかったんですよね。Facebook に対しては。あんまり使ってないっていうこともあって。まあそういったこともあって、それ以後はもう2段階認証ができるところに関しては、もう全部2段階認証しようっていうことにしております。今マリンさん帰ってきましたけれども、寝て、もしかしたらまあ、寝ている状態で、まあタッチしていたのかどうかわからないですけれど、それでボコボコいろんな人に対して、操作が入っちゃってるのかもしれないですね。佐藤ひらみさん。ちょっと待ってくださいね。上川さん、そっち方面のブレインスタッフつけてないんですかっていうことなんですけれども、まあそっち方面もあっち方面も関係なく、ほぼほぼ、私は一人で全てやっているっていうこともあるので、何のスタッフもおりません。いわゆる制作ブレーンとかがいるわけでもないし、チャンネルを運営する上でのスタッフなんかもいません。動画を編集する上でのスタッフもいないので、まあ一人全てやるって感じですね。なので動画を作るときは、何を話すかの主題を決めて、何を、どう話そうかっていうのを考えるっていうのもあって、で、それを撮影するのも自分だし、その動画を、編集するのも自分で、そして最終的に投稿するのも自分でと、まあ、基本的には全て自分という形になっております。まあ、ある程度のチャンネルの登録者数が伸びてきて、その再生回数が非常に高い水準であれば、そういったスタッフを雇ってさあやりましょうっていうのが計算できるようになると思うんですけど、まあ今のところ私の場合、そこまで安定的な再生数が出てるわけではないので、誰かを雇うっていうのが難しいですね。ともさん、心地よくて眠くなる声質ではある。ありがとうございます。多分、基本的には、私の声を聞いて危険って思う、なんていうかな、警戒感がないから、なんとなくすやーっと眠れるんだと思いますね。私自身もなるべく動画の中では声を荒げるっていうことはしないようにはしてるんですけど、そういうふうに自分で戒めるっていうことがなかったとしても、あんまり起こることはないですね。これはもう、日々の考え方なんですけれども、怒るっていうのは一つパワーがものすごく必要なんですけども、同時に私の中で怒っただけで何か変わるのかって思うと、まあ怒っただけじゃほとんどあまり意味ないよなっていう風な考え方もあって、まあ特に怒ることに、なんていうかな、好意を持っていないっていう、まあそんな感じですよね。まあそんなこともあって、さて、来年の米中関係の話にちょっと戻りましょうか。まず岸田政権に変わったことによって、この日米関係、そして米中関係、この関係っていうのをもう一回再構築することになりました。というのも、岸田政権は残念ながら安倍政権、菅政権の続けてきたこのインド太平洋構想をどうもあまり進めることができないな、むしろ後ろ向きになったなっていうふうに私は今評価してます。
これは親中政権のレッテルが貼られるっていう状態を今、岸田政権取っているので、この状態で、例えばクワッドであるとか、ファイブアイズ加入だとか、そういったより一層日本と欧米の関係を強化していくっていうのが難しいんじゃないかなと。どっちかっていうと韓国の外交に近い、いわゆる、コウモリ外交というか、どっちつかず外交というか、いいとこ取り使用外交とか、いろいろなネーミングはつくとは思うんですけれども、私から見ると、これは、評価はできません。で、日本がどっちつかずの状態になった時にさ、米中関係どうなるかっていう話になった時に、アメリカはアメリカでトランプ大統領からバイデン大統領へと変わって、こちらもやっぱり指導力不足は否めない状態になってます。バイデン大統領は特に感じるところは、国際外交を大事にしようと言いつつも、あんまりうまい外交してないなっていうのが今のところ評価になっていて、例えばオーストラリアの潜水艦の、計画なんかで言うと、オーストラリアは当初フランスと関係を結んで潜水艦を導入しようと考えていたんだけれど、そこに、アメリカの方から提供する方へと、舵を切ったんですよね。でもそれっていうのはもう結構莫大なお金の絡む話なので、フランスにある程度事前に根回しをしておけばよかったものの、ある日突然オーストラリアはアメリカに乗り換えますっていう話をして、フランスを怒らせるっていうことがありました。このあたりね、わざわざ、フランスは別に敵じゃないんだから、ある程度話を通しておけばよかったのにとか私は思いますけれどね。あと最近だと民主主義サミット、っていうのを行って、ある程度いろんな国々に声をかけて民主主義を盛り上げていきましょうみたいな話をしていたわけなんですけれども、どうもその呼んでるメンバー的に言うと、中国ロシアだけ外してあと全部とりあえず声かけと僕がよかったのにみたいな感じはちょっとするんですけれども、そのどこの国を呼ぶかっていうところもなんとなくうまくいってないなって私なんかは見るので、そういった意味ではアメリカもちょっと今頼りないなっていう状態なんですよね。だからアメリカも日本も今中国に対して果たして強く出れるのかなっていうところでものすごい不安な状態になっちゃってると。一応バイデン大統領の場合だと国内の政治勢力上においては、中国に対して物を言えない大統領なんてクズはこんなやついらねえって話で、基本的には、上院も下院もある程度話がまとまっているので、基本的には日本ほど中国に対して軟化するってことはないだろうと思うんですよね。一方で日本の場合だと岸田総理はもう明らかに中国に気を使ってるなっていうのがもう始まっちゃってるので、この後さらに強く出るっていうのはちょっと期待できないなと私は思ってますね。で、この話をするときに私がいつも言わないといけないなと思ってるのが、日本国内のこの国際政治とか外交の評価が支持率にどこまで響くかっていうと、結構重さがないっていうふうに私は思ってます。例えば新型コロナ問題で対応ちゃんとしますよっていうことを言うと、そっちの方は支持率に響いてくると。でも国際政治の方でこんなことやってますよって言っても、政治に関心がある人たちから見ると、おいおいこれ中国に気を使ってるぞ、おかしい外交だぞっていう声を上げても、多くの支持者の人たちというか、世論調査を行った時の大多数の声としては、外交の方は特に興味ないんでみたいな感じでなんか冷めた感じ。これはね、参議院選挙の時にも保守層の支持離れっていうのが自民党を起こすんだけれども、果たしてそれだけで大敗するかどうか、ちょっとここは分からんとこですよね。よいしょ。さて誰かがもう一人、この件で書いてたと思ったんだけどな。よいしょ。よいしょ。いいでしょう。後から出てくればその話もしましょう。
3321さん、そういえば参政党ってご存知ですか？武田教授が立候補するみたいです。ちょっと期待ということですね。参政党のこともどなたかが今日書いてましたんで、その話少しする予定でございます。戦国さん、ただし参議院議員選挙で自民圧勝だと増税祭りになるかもな。まあそれは十分あり得る話ですよね。まあ岸田総理はどちらかというとこの財務省からの声というか、そっちをかなり聞いてる雰囲気を感じるんですよね。まあ、岸田総理自身が私は、話を聞きますよって言ってるので、問題なのは聞くのはいいんだけど、誰の声を聞くのっていうのがまあ一番大事で、まあ、財務省の話を聞いて、そして、中国からの話を聞いて、アメリカの話もあんまり聞かないとかいう話になったらちょっと怖いぞこれっていうところですよね。で、財務省はどうしてもね、この増税の方になるとやたらと、なんていうか力強くなってしまうっていうね。恐ろしい話ですけど。まあ、特にステルス増税と呼ばれるものがあって、そのステルス増税っていうのは社会保険料の増税です。消費税を増税しますよっていうと国民全員が対象になるので、もう一大論議が発生して、まあ衆議院選挙でも参議院選挙でも一つの一番大きい議題に上がってくるんですよ。消費税増税しますよってなったら。ところが、社会保険料の増税だと、一般的に言うとサラリーマン、いわゆる会社で働いてる人たちを対象にしているところがほとんどなので、それ以外の人たち、例えばもう年金生活ですよみたいな人たちは、今から社会保険料増税しますよって言われて、ふーんみたいな感じでほぼ気にしないみたいな感じな状態なので、まあ非常に取りやすいところから取れるっていう話で、まあそういうステルス増税がまあ少しずつ行われてきたっていうことがあります。なので、岸田総理もやるとしたらそっちの方向でまずやるだろうし、で、以前の話で言うと、金融課税所得の増税の、これもですね、金融課税所得ってなると、株をやってる人たちに対する増税なんだなってなったら、多くの人たちが、私株やってないから気にしないわっていうのを見越して岸田総理が前に進む可能性とかあるんですよね。まあでも実際にはこれを言った途端に、これはもう売りだなって感じになって、日本株市場がまあ売りがボコボコになってしまうということもあるので、ガツッと減ってくると、これやばいってなって、やっぱりちょっと考え直します。みたいなことをちょっと今繰り返しているところですよね。もちもち。そうですね。外れ馬券王さん、増税ネタ。まあ、この増税ネタっていうのは、参議院選挙の後に、政局が、まあ、このまま自民党が勝ったとしたら、おそらく増税の話が出てくるだろうっていうところですよね。まあ、でも選挙するときにどうなってるかっていうのは、ちょっと今の状態だとわからないのでね。まあ、もうちょっと近くなってから、この話をしましょう。まあ、結局、増税の話っていうのはその時の経済状況と支持率とかなり関連があるので、支持率がめちゃくちゃ下がってる時にさあ増税で選挙ですっていうのは言わんとは思うのでね。さてそれでは次のお話をご紹介しましょう。ムーさんです。文部科学省が大学入試に際し、オミクロン感染者の濃厚接触者は症状の有無にかかわらず受験を認めないと決めましたが、人権侵害も甚だしいと思います。上川さんはどのように思われますかという書き込みです。書き込みありがとうございます。こちらの件は、ちょっと待ってくださいね。どこにニュースを用意したかな。ニュースいっぱい用意したんで、どこにあるかちょっとわからんようになって、あった。はい、こちら関連のニュースです。オミクロン接触者の受験不可、文部科学省が大学入試指針改定ということで、今までもデルタ株感染のその濃厚接触者の方の場合は、別室で試験を受けますよということが決められていました。これは、PCR 検査で陰性、受験当日も無症状、3、公共の交通機関を利用せずに試験場に行く、そして別室で
受験をしましょうという形で、デルタ株までだったら、濃厚接触者であっても、自分自身は、PCR 検査で陰性ですよ。何の症状もありませんよ。発熱してませんよ。だから、いわゆる、ほぼ健康であろうと見られるような状態であれば、試験が受けられますよっていう規定が設けられていました。ところがですね、今回オミクロン株の、感染者の濃厚接触者、本人が別に感染しているとか発熱しているとかそういうわけじゃなくて、濃厚接触者ですよっていう段階でも、あなたは条件を云々ではなくて、もう濃厚接触者だということで、はい、もう試験には出られませんっていう門前払いをするっていうね、ちょっとこれは行き過ぎてるなと私は思っていて、今、岸田政権はこの支持率のことを考えてオミクロン株に対してはものすごい、強烈な規制をかけてます。例えばですね、飛行機の場合だったら、乗ってる人の中でオミクロン株に感染している人が見つかりましたってなったら、その飛行機に乗ってた人全員を濃厚接触者ですよって指定して全員を、まずホテルなどに待機してもらうっていうのをお願いすると。これがデルタ株の場合だと前後左右っていう形である程度その周辺の人たちだけだったので、そんなには人数的にはいなかったと。でも、この飛行機の場合だったらもう全員ですよみたいな形でもうものすごい濃厚接触者扱いをしているので、それの濃厚接触者の人が例えば家族だったとすれば帰ってきました、一緒にご飯食べました、後から連絡が来た時にはもうずっともう濃厚というか、家族なんだからずっと同じ場所にいたんだからそれは接してるでしょうみたいな話になって、そういう形であなたも濃厚接触者ですねみたいな形で広がってしまうっていうことが起こりうるわけですね。で、本人は別に全く何の症状もないし、そもそも、調べても陰性だっていう状態でもあなたは濃厚接触者ですからみたいな形で跳ねられると。こんなおかしな話ないでしょうという話でございます。なので基本的には私自身も初期の情報が全くない時っていうのは一番厳しくするっていうのは良いと思うんですけれども、今の状態っていうのは少しずつオミクロン株っていうのがデルタ株以上の毒性っていうのはないですよっていうのが分かってきているので、もちろん感染力は高いんですけれども、少なくともデルタ株と同等以上に規制をかけるっていうのは今のところそこまでする必要はないと私は思ってます。なので、これまで通り、PCR 検査して陰性だった、そして症状がありませんと、そして、本人の健康状態今のところ全く問題ないですよっていう状態だったら、これまで通りの別室でとりあえず試験を受けさせるっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。このあたりおそらくは明日そして週明けのあたり岸田総理がいやいや私はそんな指示は出してないよ、これは、文部科学省のなんていうか勘違いとか先走りですよみたいな形で、訂正に走るんじゃないかなとちょっと期待しております。でその時にはきっと岸田総理は何だったらもう、自分が国民の声を聞きましたみたいなことを言うんじゃないかなっていうね。なんかこの構図っていうのは以前も似たようなことがあって、自分が例えば以前もありましたからね、そういうことが。なので今回もそういったことになっちゃうんじゃないかなと。はい。というわけで、オミクロン感染者の人たちに対するこの濃厚接触者、この扱いが今非常に厳しいんですけど、ここまで厳しくする必要は私はないと思っています。ちょっとあとは政治の話で一応用意したニュースとか、どこでお話ししようかな。ちょっと段取り的にどうしようかっていうところで。これはもういいな。ちょっとそこで、ちょっと関連したニュースっていうか、こういった話題もありますよっていうのをご紹介します。以前私もチャンネルの中でひろゆきさんの話をしたことがあるんですけど、それは、ひろゆきさんっていうのはもう聞かれたことはとりあえず全部答えなきゃいけないっていうなんか病気にでもかかってるのか、専門外のことを
問われた時に専門外だっていうのを自覚した上でもうとりあえずバーって喋ってしまうっていう癖があるんで、そういういわゆるチョンボをした時のこともあるんですけれども、まあ同時にですね、まあ一応なんていうかな一応は数字を大事にする人ではあるので、でもこの発言っていうのは後でまたいろいろ言われるんだろうなっていう、まあそんな発言が出ております。ひろゆきさん、重症者は非ワクチン接種者が9割、フランスの1日の感染者が9万人超に危機感のなさを指摘ということで、こちらは今日の、中日スポーツの記事なんですけれども、今欧米ではデルタ株の感染拡大からオミクロン株の感染拡大へとその主体が移っております。なので、まあ感染爆発がして感染者がいっぱいいますよね、最多を更新しましたねっていうニュースが、まあ結構出るようになりました。これはオミクロン株の方が感染力が強いんだから、まあある意味当然の結果ではあるんですけれども、でも重症者が、ワクチンを打ってない人だよっていう話をしてるんですよね。まあこれを受けてそういったニュースがもうこの9割っていうのが特に強烈なので、これを日本語で検索かけても出てこないと。で、これ Yahoo のニュースで取り上げてることもあって、Yahoo のニュース欄だと、いや原文で探せばあるよとかそういったことが書き込みされてるけど、いや原文で検索かけないよっていうね。いや例えばまあ、フランス語の新聞で調べてもって言われてもフランス語書けねえよって。で、フランス語をじゃあ検索かけようと思って翻訳にかければいいのかみたいなすごい手間かかっちゃうので、まあ、ただしですね、これがものすごい、なんていうかな、多分誤解を招く話なんですけれども、おそらくこのデータの9割っていうのは、オミクロン株ではないと思うんですよ。デルタ株までの話だと思います。というのもですね、この2021年の8月18日、ちょっと、もう4ヶ月も前のデータなんですけれども、日本の場合だと、4ヶ月前だと当然、オミクロン株なんて影も形もない状態なので、その時のワクチン接種と非接種者の違いっていう話は、まあ、それなりにニュースにありました。大阪の場合だとワクチン接種で重症化と死亡が0人になったよっていう話が出ておりまして、で、これ4ヶ月前なんで、じゃあ一番最近の話でっていうのを検索かけると、12月18日のニュースなんですけれども、埼玉県の場合だと、このワクチンの接種と未接種のその差についての記事が出ております。70代っていう、まあ、本当に高齢者の場合なんですけれども、未接種に比べ2回接種者の致死率は約11分の1、重症化率は20分の1となって、県の保健医療政策課は統計学的に優位な結果であるというふうに話しております。で、70歳代っていうのは新型コロナにかかった場合だと明らかに、重症化リスクがものすごく高い人たちです。そういった状態の中でも、致死率がまあ11分の1になっているというのは明らかにこれは効果ありますよと。で、厚生労働省にこの接種者と未接種者のこの致死率、重症化率っていうのがまあはっきりとデータとして出てればいいんですけど、なかなか検索してもかからないんですね。2021年12月版の新型コロナウイルス感染症の今に関する11の知識ということで、最新のデータっていうのは出てるんですけれども、これらのデータの中でもやっぱり年齢による重症化と年齢による死亡する割合っていうのはまあ具体的な数字として出てきているんですけども、ワクチンを打ったか打たなかったかっていうこの差で、この重症化率と死亡率を出してはないので、これが分かりづらいところなんですよね。まあちなみにこの30歳代を1倍にした場合だと、70歳代っていうのは重症化リスクは47倍になります。まあこれが基本の、リスク値だと思ってください。で、この47倍の、リスクがある人たちがまあワクチン接種を打った後、打ってないだと11分の1になってますよということなんで、やはり、ワクチンを打った方が良いというお話になります。そしてこれがですね、年齢別の、これちょっと4ヶ月前のデータで、オミクロンではないんですけれども、ワクチン接種者の、致死率と接種してない人の致死率でいうと、
一番高齢の方である90歳以上だと、未接種の場合だと、8.45% と致死率が高いんですけれども、まあ2回接種していればそれが 1% ぐらいまでなるでしょうという、まあそんなデータなんかもありますね。これはいいか。まあどっちみち、この数値の9割って言われると、って思うんですけれども、少なくともデルタ株に関しては、ワクチンを打った方が明らかに重症化リスクは低いっていうのは、まあこれはデータとしては正しいというところですね。でも9割なのかなっていうね、ここをなんかはっきりと書いてくれてる日本のニュースがあればいいんですけど、どうもそこははっきりわかんないんですよね。よいしょ。ポチポチ。さて次に行きましょうかね。森口薫さんの書き込みをご紹介します。長文の場合なので、こちらは読み上げソフトを利用させていただきます。いつも生放送は見ないので、私がここでコメントするのはおかしいと思いますが、動画よりも生放送向けの話題だと思うので提案します。気質であればすみません。立候補する時の公約と、それを実現するために必要だと思っていることを話して、代案改善案があれば聞いておくのはいかがでしょうか。視聴者が上川さんに求めていることを聞くのではなく、上川さんがやりたいことを実現するためにどうすれば効率が良いか相談するだけです。この話題は立候補までに生放送もしくはメンバー限定のチャットで相談しておく方がいいと思います。もちろん、すでにプランができていて変更するつもりがない場合や支持できる人を見つけている場合は、素人の意見を集める必要はないと思います。ということで、書き込みありがとうございます。この話の前提としてあるのは、私は基本的にこの YouTube もしくは、まあインターネットの何かしらの SNS サービスを利用して、自分の考え方を知ってもらった上で、この人だったらまあ支持できるわっていわゆる支持者を増やす形で、まあ政治に影響力を持とうというお話を、まあこれまでしております。で、まあ政治的な影響力のその一番上っていうのが国会議員で、それ以下はもう当然いっぱいありますよと。例えば地方の例えば市町村とか、区議会議員とか県議会議員とか府議会議員とか、まあ都議会議員であるとか、まあいろんなレベルで、それぞれの議員生活を始めればいいんじゃないっていう話もありますね。まあただ私がどこかの地域に根ざすっていうのは残念ながらこのインターネットと特性がなかなかうまく合わないんですよね。まあ例えば、兵庫県に住んでますよっていう方が投票しようとなった時に私が東京区議会議員に立候補しますって言ったって絶対に投票はできないですし、北海道に住んでる人も当然同じように、いや東京に立候補されたって私何にも応援できないんですけどってなっちゃうんですよね。まあそういうこともあって基本的に私の戦略としては、日本全国皆さんにっていう形で訴えかけて参議院議員選挙のまあ比例全国区の方に出て、日本全国どこに住んでいる方でも名前を書いてもらえれば1票っていう、まあそういった考え方になっております。で、公約をどうするのかっていう話をすると、どこかの政党で自分がよしここから出ようって思えるところがあればそこで全然いいんですけれども、どうも今のところここだなって思えるところがないので、まあおそらくこのままだと自分で政党を作って一人の、自分が政党代表者と、候補者を兼ねる形で一人だけ出るっていうような形になってしまうだろうなとは思っております。もちろん既存の政治家の方でこの人の、まあ、考え方はいいなと思ってる人たちっていうのはいるわけなんですけど、残念ながらその党と個人の考え方っていうのがものすごく食い違うことはたくさんあるわけですよね。例えば今自民党で言うと岸田総理の考え方は私は全く拒否してるわけですけれども、じゃあ同じ自民党の中で高市さんの考え方はまあいいですねっていうふうに評価はしているので、でもそういうふうにして党の中でもいろんな考え方の人がいる状態の中で、じゃあ自民党で出ようって目指すかっていうと、まあそんなことはできないのと。で結局入ってしまったら、いわゆる親中派の人たちの推すような政策に対しても党議拘束がかけられて、
これはもう党で決まったことなんだから、あなたの考え方じゃなくっても必ず賛成しなさいっていうことが起こっちゃうわけですよね。まあそういうこともあるので、結局のところ、まあ、なかなか今ある政党の中で、よしここでっていうのは難しいかなっていうところですよね。四天王親父さん、政党一人、福島みずほさんかっていうことです。いや、福島みずほさんのところしぶといですよ、なかなか本当にもう崖っぷちの崖っぷちっていうところでもうずっと残り続けてますからね。まあ立候補する時の公約についてはいずれなんていうかな、政策集みたいなページを作らないといけないなとは思っております。まあこれまでお話しした話の中では、まあ憲法改正をすべきだって考えていて、自衛隊は軍へと正式に格上げするべきだというふうには思っております。で、その他、まあその他、スパイ防止法は作らないといけないだろうし、国内の傍聴機関っていうのも作らないといけない。いわゆる対スパイ法を作るんだったら、スパイをちゃんと日本国内で養成して運用する機関が必要だっていうふうに、これはもうセットで動かすべきだと思っています。で、今の政策的に言うと、まあ、守りを固めることがまず第一だっていう考え方があるので、まあ、今のような対スパイ法や、スパイの話をしたんですけれども、このいろんなところで守りを固めていかなければならないっていう意味で言うと、日本国内の土地を海外の人たちが、まあ、永久に、まあ、権利者になれてしまうっていう、この状態は、なるべく変えた方がいいと思ってるので、まあ今でも自衛隊の周りの土地に関しては許可とか申請しなさいっていうふうに一応法律の改正はされたんですけれども、まあまだまだじゃあそういった自衛隊とか原発周り以外のところだったら買い放題ですからね。そこはやっぱり考え方として根本的に変える必要があるんじゃないかなと思いますね。日本人の名前を立てているんだけど、結局後ろの方では中国資本が動いてますよなんていうのも結局のところちゃんと調べる法律と調べる人員とセットでない限りは決して後ろの方まで調べることはできないですからね。表面上というか書類上整っていればそれで通ってしまうっていうこの現状をまあなんとか変えないといけないと思いますけどね。まああとは経済政策的に言うと私だと今の国のやり方っていうのは基本的には入ってきた税収と国債を組み合わせて、国家予算を作るっていうのは基本形なんですけれども、私自身は運用庁っていうものを作ってある程度、国債をガッとたっぷり発行して元手となるお金を作ってそれを運用してその運用益で、政策の補助金として使っていくっていう考え方をすればいいんじゃないかなと思っています。というのも今は低金利っていうのがもうものすごく根強い状態になっているので、国債発行をする場合においてこの低金利で発行できるっていうのは多分今だけなんじゃないかなと思ってます。なので100兆円ぐらいの、国債を発行してそれを 4% とか 5% ぐらいで運用してで国債の利率っていうのが 1% 以下ですからこの、利子払いの 1% 以下そして運用を 3-4% 取れればその差額のお金っていうのを毎年毎年、資金として使えると。でそれだけだと発行したお金が丸々借金として残るのでこの運用益の中からいくらかをいわゆる再投資するような形でしていけば、元金をどんどん増やしていくことができる。でこのことを重大に、もっと運用するためには今国債っていうのは10年債とか5年債みたいな形の短めのものがまあ基本なので、これをもう50年国債とか100年国債みたいな形でもう超長期の運用することを前提の国債発行っていうの仕組みを作るのが必要じゃないかなと思います。でこの動きっていうのは今だと日本政府がやってるのはまず日本の年金運用がこちらがまあ大体20年ぐらい運用して年率 3-4% で、まあある程度運用できてるっていう実績があるのでまあそういった意味では全く無謀な話ではないと思っていますしまた近年では大学ファンドっていうのが10兆円規模でこれを
運用して、その運用益をある程度大学の研究開発に回してあげようっていうお話なんかをしております。ところがですね、年金運用とこの大学ファンドっていうのは全く別のファンドマネージャーで運用する関係で、この大学ファンドの方だと運用責任者とかそういう実際に携わる人を十分に集められてないっていう問題があるんですよね。なのである程度資金を運用する、元締めとなる運用機関を国で用意する必要があるんじゃないかなと思ってますね。その他お金の流れで言うと、今の財務省っていうのはやはり強すぎると思うので、再入庁っていうアイデアは非常にいいアイデアだと思うので、やはりお金を集めるっていうことに関してはしっかりと、使う方と分けるっていうのは大事だと思います。で、今増税の話がちょっと岸田総理の話で出てきましたけれども、私はこの増税する前に、そもそも納税を逃れている人たちからしっかりと納税を促すことが大事じゃないかなと思ってます。で、納税逃れをしている業種の上位に来るものといえば、水商売とかパチンコパチスロとかそういったところと、あとは反射勢力なんですけども、反射勢力は結局のところ何が何でも脱税しようと思うので、なかなかこれを捉えるのは難しいんですけれども、でもパチンコパチスロであったり、お水の商売の方に対してはある程度増税を課す、そのための仕組み作りはできるんじゃないかなと思ってます。このやり方っていうのは基本的には現金決済ではなく、電子決済であるとかクレジットカード決済であるとか、何かしらそのお金のやり取りっていうのが明らかになるものじゃないと許しませんよ的な規制をかければいいんじゃないかなと思っています。例えばですね、現金決済っていうのはこの帳簿に書かなければなかなか分かりづらくなるっていうのがものすごい問題なんですよね。特にお水の世界なんていうのは基本的にみんな、基本的にかどうかわからないですけど、ほとんどの人がカード決済なんかしないでしょう。おそらくは現金決済が多いだろうなと思うので、だからこそ脱税がしやすい、いわゆる売上そのものをごまかすことができやすいっていうやつですよね。特にこの脱税をやり方の中で、この現金だけでとにかくお客さんからお金を集めるっていうものに関しては、どうしても帳簿をいじってしまうっていうのができやすいんですよね。だから風営法の対象となる業種については、現金決済はもうご法度ですよ。必ず、カード決済や電子決済をして売上については透明化してくださいね。売上を透明化すれば当然のように法人税とかの納税額は自動的に、逃れることができなくなるので、そういった風にしてこれまでお金を集め損なっていたところから確実に集めていく、そんなことをするのがいいんじゃないかなと思いますね。戦国さん、社会保険料取りっぱぐれてる会社多いよね。税金も小企業、零細企業は4割を払ってないとも言うし、そうですよね。日本の場合だと、まず中小企業が全体の、全体的に何割だったかな。ちょっと待って。よいしょっと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。まず、日本の産業構造から言って、大企業と、いわゆる中小企業の割合なんですけれども、中小企業は全体の95% 程度が中小企業と。で、5% だけが大企業と。で、この中小企業が95% っていう状態なので、労働者、そこで働く人たちっていうのも全体から言うと70% 程度と。5% の大企業が 30% の労働者を雇ってるっていう意味ではなかなか多いわけなんですけれども、でもこの 95% 以上の中小企業のうち、これまた、半数以上の 65% から 70% 程度は、2021年3月の国税庁のデータによると、赤字を、記録しているそうです。じゃあこの半分以上の企業が
なんで赤字でそれでも成り立ってるかっていうと、まあ基本的に経費をガンガン使ってたりとか、借金とかをわざとしたりとかして、まあ黒字をわざと残さない的なことをする人たちってのも、まあいるんですよね。まあ税金払うぐらいだったら、ちょこっと何かをまあ、書類上というか帳簿上、買い付けたりとかして、それでちょうどうまい具合に黒字をなくしてしまった方が払わんで済むな的なね。まあ結局会社としては、ぐるぐるお金が回っているさえすれば特に問題はないですからね。で、小企業、特にワンマンオーナー的なところだと、そういうものすごい経費を高めのものを作った上で、決算を迎える状態にしてあるので、まあだから、ものすごい小さい企業なんだけど、あの社長すんげえ羽振りいいなみたいな思ったら実際には経費でガンガン使ってますよとか、まあそういうのがありますからね。だから小規模企業から納税というのは結構難しかったりするんですよね。よいしょ、何の話だったっけな。まあそういった形でいわゆる納税の話を私は強化するべきだと思っていて、これは増税論っていうのを必ず出てきた時に、いやいやまず取れるところから取ろうとするんじゃなくて、今取り抜かしてるところから取れる仕組みを作ってよというふうに私は思う。まあいわゆるそういう順番論っていう考え方ですね。ZBV さん、社長の車は大体所有者会社。そうですね。いわゆる、まあ従業員の車というか、なんだったら、住んでいるところも会社の名義で借りて、それを、役に貸し付けてますよみたいな形でやってますからね。なので基本的には増税する前に、納税の段階から取りっぱぐれているところを取っていくと。で、宗教法人にというのはね、これ難しいと思います、今のところ。これいいアイデアがある方あれば、ぜひとも教えてくれると、あ、なるほど、そのアイデア私ももらって、もうガンガン喋りまくりますよっていうふうに思いますね。宗教法人は結局のところ、儲かってるところと儲かってないところの差がめちゃくちゃ大きくって、儲かってないところはまあ確かにまあ免除しますよっていう話にはなると思うんですけど、例えば東京の一等地にある広い土地を持っていて、その土地を、いろんなちょっと余ったところを企業に貸したりとかして、ものすごい土地の不動産収入がありますよなんていうところはあったりするんですよね。でもそれはまあ宗教上のっていうか、まあもともとその宗教の持っている土地だから別に営利目的で買った土地を貸してるわけじゃないからとか、まあそういった話もあってなかなか取るのが難しいと。で、今の話で言うと脱税するためにもう中身がほとんどスッカスカの幽霊法人幽霊宗教法人をわざわざ買い取って、その宗教法人で活動してお金を儲ける人たちもいるっていうのもあるので、何かしらいいアイデアがないとそこが付け込まれてるのは確かなんですよね。なので私としては増税するところに力を入れるよりも、まずはありとあらゆる方策を探って、今税金を払っていないんだけどめっちゃ儲かってるぜみたいな人たちからなんとか取れないかなっていうところですよね。なので、宗教法人に対しては何かいいアイデアがある方はぜひとも、何かしらどこかの場面でこの YouTube のコミュニティ掲示板でもいいですから、宗教法人への課税だったらこういう案があるんじゃないみたいなね、まあそういったことも教えてもらえるといいですね。まあというわけで私自身は、税金を取るところから取るんだったらまずは今なかなか取りっぱぐれているお水の商売とかね、そういう現金決済ばっかりのところから、現金決済許しませんへと変更することによって、まあ税金納めてねっていうところを考えております。まあその他の政策の話で言うとどんなのがあるのかなっていうと、今はちょっとパッとは思い浮かばないんですけれども、まあ何かしら考えていかないといけないところですよね。さて、よいしょ。よいしょ。というわけで、森口薫さん、書き込みありがとうございました。政策についての話はいずれもっと本格的にやっていかないといけないと思っておりますが、まあちょっと生放送の中だけだとちょっと話はこのぐらいになるかなと思いますね。
ZBV さん、書き込みありがとうございます。上川さんこんばんは。年末の帰省直前にオミクロン株の市中感染が発表されましたが、年明けの仕事始め以降の感染増加が心配です。弱毒化されたということですが、乳幼児や幼児などワクチン未接種者への感染対策を国はどのように考えているのでしょうかということですね。書き込みありがとうございます。よいしょ。で、この乳幼児や幼児、いわゆる未成年の中でもさらに年齢の若い場合だとどうなのか心配だなっていう、そのような書き込みなんですけれども、こちらですね、厚生労働省の2021年だな、はい。今年の12月、つまり、今まさにそうなんですけれども、30歳代が重症化率1倍っていうふうに基準値で考えると、10歳未満については基本的には 0.5 倍ということで、あまりそんなに、危険だって考えることは、ないんじゃないかなと思います。特に若い人の、若いっていうか、幼いっていうぐらいの人たちの場合だと。で、感染したとしても症状が軽く終わるっていうのが日本の乳幼児の場合なので、健康問題として考えるんであればそこまで死活問題ではありません。ただしですね、海外ではこのワクチンの量を半分にすることによって、より若い幼い子供たちに対しても使うことがちょっと治験がスタートしているので、実際にもう治験終わって OK 出しているところもあるので、日本でももしかしたらものすごく若い子供たちに対してもワクチンの話が出てくるかもしれません。ただ今のところデータ上においてはそんなワクチンをもしかしたら打たないでもいいんじゃないっていうぐらい基本的に健康被害は少ないです。で、亡くなっている人から言ってもこの10歳代の人で亡くなったってなると、基礎疾患があるとかそういった何かしらの特殊事情がない限りあまりみんなが打つほどではないかなとは思いますね。で、感染対策から言うと、できることからっていう話になってしまうので、手洗い、うがい、うがいは別に、推奨はされてないですね。すいません。手洗いと、距離を取りましょうであるとか、そういった基本的な3密対策を取りましょうとか、そういったもの以上の話はないと思いますね、基本的には。少なくともですね、あまり、心配する必要があるのは基本的には高齢者と基礎疾患のある人と、あとはワクチンを受けてないこれらの人たちだと思ってください。この、中高年高齢者でワクチンを受けてないと丸々、リスクが高まるっていうことにはなるので、そこは、大人なのでそこは自分のリスク管理をしてもらうというところですね。で、リスク管理ができない幼い子供たちの場合だと、そもそも新型コロナっていうのはそこまで危険なものではないっていうのをちょっと覚えておいてほしいです。ただ今日の話題で言うと、オミクロン株にかかったら受験させないのかよっていう、そういった問題もあるので、試験の前にワクチン受けようとかね、そういった話は出てくるかと思います。これは大学生とか高校生とかそういったレベルですけど、ただこの話がですね、中学生受験者に対してもとかね、小学校から中学校とか、そういったところも当然試験はありますし、中学校から高校の試験も受けるっていうのもあるので、そういう具合にして大学試験だけで終わるかどうかっていうところですね。今大学試験のところでオミクロン株感染者をもう跳ねのけるっていう話になっちゃってるので、これが今のうちに、もうオミクロン株もデルタ株の濃厚者と同じ扱いにしますよっていうのにちょっと今のうちに変更してくれないとこの後問題が深まってしまいます。というわけでございます。これからですね、オミクロン株が入ってくるっていうのもあって、もう入ってるんですけど、基本的に感染力が高いので広がるペースとしては早いとは思うんですけれど、同時に今日本ではワクチンの接種率非常に高い状態でありますし、また飲み薬の配布っていうのももう始まるっていうこともあるので、そこまで悲観的にならずにもいいんじゃないっていうのが私の考え方です。
ワクチンも飲み薬も何にもない時だったらもうものすごい警戒しなければならないけれど、今のところ人類側にはそうやって武器というなるものが増えてきましたよということもあるので、以前のようにそこまで悲観的に考える必要はないというのが私の考え方であります。これと同じような話で高橋圭さんですね。書き込みありがとうございます。新型コロナの始まりから丸2年、変異株のせいで終わりが見えそうで、なんだか先行きは不安定。来年以降はどうなると思いますかということですね。変異株のせいで終わりが見えそうでっていう、多分、見えなさそうでっていうのがちょっと言いたかったのかなと思うんですけれども、基本的にはですね、確かに新型コロナウイルスは変異はしているんですけれども、強毒化してるかって言われるとそういったわけではないっていうのが、なんていうか、安心していいかなとは思うんですよ。結局のところ新型コロナウイルスがいきなり、エボラウイルスに変化しましたなんてこと、いわゆる完全な超変化はするわけではないので、もちろんスパイクタンパク質の部分が変異しましたっていうのがあるから、デルタ株とオミクロン株には大きな差ができたんですけれども、だからといって、じゃあ全然全く違うものになったわけではないので、その分だけ人類側には、治療薬の開発するその期間があるので、この後少しずつ薬のいいものが出てくれば、なんだかんだ言って、オミクロン株の次の何々株にかかりましたね。それではお薬出しておきますので、まず家で安静にしておいてくださいで終わるような時が来るんじゃないかなというふうには私は思っております。旧型のコロナウイルスがこの風邪のウイルスの代表的な、代表的っていうか、いわゆる風邪と呼ばれるものの中では、コロナウイルスっていうのは大体3割か4割ぐらいだったのではないかと言われている、いわゆる風邪ウイルスだったわけなので、少しずつ制御することができれば、最強の風邪ではあるんだけど、インフルエンザと同等かそれ以下にまでなってくれたら、社会的にはもうそこまで気にしなくてもということですね。という具合にして私は基本的にそこまで未来に対して悲観的にはなっておりません。今のところ人類側に時間があれば医薬品の開発が進んでいくっていうのが圧倒的に有利な点なので、だからこそ時間稼ぎをして病床を用意するであるとか、飲み薬を手配するであるとか、そして日本のメーカーも、実用品を出してくれるのをちょっと待たないといけないっていうところですね。ワクチンについて言っても、ファイザーとモデルナいつまで海外のもの買うんだっていう話はありますから、この後、今のところ実用化に一番近づいている塩野義であったり KM バイオロジクスっていうところがあるんですが、これが早く国産のいいものを作ってほしいなと思ってますよね。この話で言うと失敗と成功必ず出てきますからね。例えば2020年の初め頃だと大阪のアンジェスっていう会社が、いやうちはもうすぐにでも、2020年中には新型コロナに対するワクチンできると思いますよみたいなかなり大見えを切ったんですけれども、結局のところ大して効果がなくて、これちょっと実用にならんなっていうことで、今のところは再治験まで戻ってますからね。そういったこともあるので日本メーカー頑張ってはほしいんですが、とにかく、物さえできればいいわけじゃなくて、結局いいものを作ってもらわないといけないっていう問題はありますからね。そこが非常に難しいところで。マリンさん、それじゃあ大丈夫かな元へ戻ったのかなちょっと待ってくださいね。ちょっと、よいしょ。はい。ここ最近だと特に嵐の人がバンバンやってくるっていうことはなくなってきました。チャットの方の話なんですけれども。で、一つ、この、生放送をする設定側の方の話として、このチャンネル登録してくれた人たちが基本的には発言できますよっていうその設定ができるようになったんですよね。これ以前とはちょっと違うような話なんですけれども。
これを入れることによって最低でもですね、なんか一元さんがやってきてチャンネル登録してないんだけど、海外の、まあ、エッチいサイトへと誘導しようみたいな書き込みについてはもう事前に排除することができたんですよね。そういったアカウントっていうのは基本的には、なんていうかな、もう、チャンネル登録の方がわざわざしないですからね。ライブ放送してるんだなっていうところに、もう、とにかく突入していって、書き込みババ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 って連続的にやっていって、で、誰かが通報して消えたらまたアカウント別作ればいいや、みたいな、そんな感じでやってますからね。なので今みたいにチャンネル登録者の人たちに、まあある程度限定して書き込みできますよっていう風にするだけで、まあかなりの、スパム投稿については排除することができましたね。よいしょ。それでは次行きましょうかね。はい。佐藤博美さんです。2022年に日本に起こること、世界にマクロに起こること、女子中高生の間で超受けるブーム、またそれらに伴って株価が上がる下がる銘柄を予想してくださいということなんですけれども、この中の後半部分、特に女子中高生の間で何が受けるのかっていうのは私には全くわかりません。はい。もう本当わからないですね。大体今年の流行ったものを言われたとしても、そういうのが流行ったんだ、みたいな感じで。まずわからないですからね。大体大人の流行ったものですら、そういうのが流行ったんだ、みたいな感じで、後から知るみたいなものは、ものすごく多いですから。まあ特にね、この、何々が流行りましたよニュースの中には、時々っていうか、一体これ誰が流行ってるって言ってるのって思うようなものとかありますからね。まあオリコンなんかだとこの流行ランキングかな。ちょっと見てみましょうか。まあちょっとね、歌だけじゃなくてそういう、まあ歌もそうかな。何か流行ってるって言われても。マリトッツォが流行りましたよとか言われても、ツイッター上でなんかマリトッツォをみんな書いてたなとか、まあそういうイラストでしかピンとこないとかね、まあそういうのはありますからね。あと、韓国グルメをやたらと朝の番組で押すのを見て、なんとか盛り上げてこれをブームにしようとしてるなとかね。まあそういったものはありますよ。うん。まあなので女子中高生の間に何が受けるかっていうのはわからないですけど、まあ雑誌とかも結局ある程度その編集の人たちが偏りがあって日本国内のものを売り出すっていうのをなかなかしないことがあるんですよね。ちょっと怖い話ですけど、まあテレビにしても雑誌にしてもある程度韓国のものを売り出そうみたいな連携が起こってるところがありますからね。そんなのをなんで日本でそういうのをやるのみたいに思うっていう話でございます。まああとは、ということなので女子中高生の話については私はもう全然わからないということで、世界にマクロに起こることなんですけど、こちらの方もですね、まあ私は2022年っていうのは経済的に言うとものすごい変動の大きい年になるんじゃないかなって思ってるので、まあ株価が上がる下がるで言うと私は株価は基本的には下がるんじゃないかなと思ってる方です。で、人によっては、いやいや、もっともっと来年の方が上がるよっていう人たちもいるんですけど、私は、アメリカを見てるんですよ。どっちかっていうと、この株価が上がるかっていう話は。アメリカは今、新型コロナの問題もあって、まあ、経済的に大変だっていうことで、基本的にはお金をじゃんじゃんと出しているっていう時期が、2020年から2021年と続いてきました。で、さらに、翌年一応お金が出るだろうと思われていたのがバイデン政権の進めていた、100兆円200兆円といったまあインフラ整備とかいろんなものにお金出しますよ、経済対策しますよっていうそういった政策があったんですよね。でそれをある程度見込んだ上で来年も金は出てくるだろうっていうのをまあ見越していたわけなんですけども、アメリカの FRB っていうところはもうこれガンガンお金出してきたけどそろそろ蛇口絞りますよっていうのをまあ来年スタートしていくことをもう公言しているので、
まあお金をじゃんじゃんと出していたのが終わりますよ。プラスアルファ政策的にもお金が出るのが、結局法案としてはうまく通らずに予算案が、座礁してしまって、これもうダメかもっていうような状況になってるので、2022年っていうのはアメリカでかなりお金の流れが滞るというか減ってきます。そうするとアメリカの市場で株価が下がると、で、日本の方へと跳ね返ってきて、日本の株式市場も下がるだろうなというのが私の考え方です。で、なんで日本の株価も同時に下がっちゃうのかって言われると、結局のところ、日本に投資している海外勢が、もうアメリカの方で少し良くないなって状況になったら、日本株も売って、ある程度現金化して、まあ、持って帰ろうっていう動きが出ちゃうんですよね。だからまあ日本株の市場もまあ下げるんじゃないかなというふうには思っております。まあもちろんこれは私は経済の専門家ではないのでざっくり言ってそうなるだろう的なお話であって本当にそうなるとは限りませんのであくまでも投資の判断には皆さん自己責任でお願いいたします。佐藤ひらみさん、テーパリングです。そうですね。金融引き締め始めますよっていう話ですね。で、日本の場合だと、今物価が上がってるっていうのは、いい物価の上がり方ではないんですよね。物がいっぱい売れて、企業も売れるんだったら給料上げてっていう、いわゆる好循環の中で物の値段が上がれば、まあそれはいいんですけど、日本の場合だと、全然給料が上がってない状況で物価だけが上がってる、その物価が上がってる理由っていうのが、まあ例えば原油高ですよであるとか、もしくは、国際的な物流のコストが上がってますよとか、そういった問題で、コスト高を理由として値段が上がってる。そして、給料上がらない。物の値段が上がる。もう苦しいよっていう人たちが増えてくるっていう中で、まあ来年を迎えてしまうわけなので、ちょっとね、結構厳しい年になるんじゃないかなというふうに思っております。まあ物価全体っていう意味で言うと、まあ確かにそうかもしれないですけど、個々の物品については値上がりと、あとは容量が少なくなるっていう、いわゆるステルス値上げっていうのが、まあ結構起こってますからね。なかなかね、うまくいってるわけではありません。よいしょ。それでは次行きましょうね。ダブルシュナウザーさん。先日ネット政党3政党が旗揚げしました。各政党と比較して政策はどのあたりの立ち位置なのか上川さんの批評をお聞かせくださいということですね。書き込みありがとうございます。で、3政党はどちらかというとなんていう表現したらいいのかなってちょっと迷うところなんですけれどもまあ、いわゆる保守と言えばいいのかなっていう政党だと思ってください。まあ、少なくとも左ではないですし、なんて表現すればいいのかなっていうのはちょっと難しいところなんですけれども、まあ、少なくとも、中国とか韓国になびくような政策を掲げているわけではないので、そういった外交的な面で言うと、国内の政治をよくしよう派だということで、そこは別に問題ないと思っております。まあ、ただねって言うと変ですけど、この参政党の立ち上げの時はどういう政策を出してくるのかなっていう意味で言うと、ものすごく注目していた政党として挙げていました。で、実際問題、参政党のなんていうかな、サポーター党員とかそういったものに登録してどんな活動してるのかなっていう、そういうメールマガジンとかももらったりとかして見てたんですね。で、活動それ自体はまあものすごくいいものなんですけど、どうもね、その、ボードメンバー的に言うと、今残ったメンバーからすると、あんまり一緒にやっていこうって思えるメンバーじゃないなっていう。まあそういったところもあって、私はちょっと今は離れております。だから活躍してもいいんだけれど、まあ多分自分が加わることはないんじゃないかなっていうふうには思っております。別に決して、いわゆる反日的な政党ではないので、そこは別に問題ないと思いますよ。よいしょ。だから理念的にはいいし、なんか惜しいなっていう感じなんですよね。さて、それでは次行きましょうかね。永見康彦さんですかね。
ちょっと長いのでこちらは読み上げソフトを使わせていただきます。上川さんおはようございます。日本国内の空港検疫でオミクロン株がって報道がありますが、そもそも海外の空港って搭乗するときに事前の PCR 検査証明とか体温測るだとかやってるんですかね？無症状なら理解できますが、到着して咳や発熱しているって報道も見ましたが、機内で感染して即症状が出るものなのでしょうか？素人の考えですが、搭乗前から症状があったとしか思えません。新規外国人の入国阻止は評価できますが、海外帰りの国内在住外国人と日本人も入国制限をしても良いと思います。市中感染が始まってて時すでに遅いかもしれませんが、上川さんはどう思われますか？はい、書き込みありがとうございます。ここに一つ、コメント入っておりますね。久我京さんのコメントも合わせてご紹介しましょう。横から失礼します。潜伏期間が少なくとも3日はあったと思いますので、株によって潜伏期間は異なるようですが、機内で感染して即発症というのはないでしょうね。また、事前の検査をどのくらいの期間にしていれば良いのかをよくわかってないですが、事前の PCR 検査の時はウイルスを持ってなくても、検査後に感染して潜伏期間を経て搭乗時にタイミングよく発症というのが最もあり得るパターンかと思います。在留資格のことと顔金のこととか致し方ない事情で帰国せざるを得ない人も虚そうですが、こういう時期だから特別事情がないなら外国にそのまま泊まってもらうという措置もあって良さそうとは思いますよね。ということで、お二人書き込みありがとうございます。海外からやってくる場合においては結局のところ相手方の国の中でどういう決まりがあるかっていうのはそれぞれの国でまず違っているものだと思ってください。例えば、PCR 検査っていうのを必ずやりましょうね。その前提条件としてワクチンを打ってるっていうのが大事ですよっていう話をちゃんとセットにしているところもあれば、まあワクチンを2回打ちましたよ。はい。じゃあワクチン接種パスポート見せてください。OK ですね。症状あるんですか？ないですね。じゃあ大丈夫ですね。みたいな感じで行くところもあるでしょう。まあただどっちにしてもそうなんですけども、基本的に全く何にもしないでさあ日本へっていうのは基本的にはできないはずです。これは日本側の方がまあある程度の条件を出してると思うので、その範囲内で OK の国だけがまあ来れる状態になってるというところですよね。まあただしって言うと変ですけれども、検査は結局のところ即時に瞬間的に答えが出るわけではないっていうのはどうしてもあります。PCR 検査受けましょうねってなった時に、例えば有効期間が48時間となっても PCR 検査を受けましたよ、48時間以内に、OK のものを持ってきましたよってなっても、その検査を受けた直後にウイルスもらってたら、まあ日本国内に入ってきた時にはちょうど発症するタイミングでしたみたいな、そんなことが起こりうるわけですよね。だから自覚症状がないっていうことも当然あるので、無症状感染者っていうのはどうしても発生するんですよね。症状がある状態だったら、発熱してるんですね。じゃあコロナ感染してるからちゃんと調べましょうってなりますけど、無症状の場合だと PCR 検査後の、感染の場合だとそれがすり抜けて入ってきちゃうっていうことが起こります。で、そういった意味では海外からの渡航に対して岸田総理はまず最初に外国人についてはまあ原則的にはまあ今受け入れられませんよっていう措置をしたことから支持率を上げることになったんですけれども、どうもここ最近の日本国内におけるオミクロン株の感染者の市中感染者っていうのを見ると、特に、海外に渡航履歴も全然ないですよっていう人が見つかったっていうことも、東京と京都、大阪でも出てきていることもあるので、おそらくは規制をかける前からもう入っていたんではないかなというのが私の考え方です。まあ規制を強化する前っていうのはどういうことかっていうと、南アフリカでこのオミクロン株っていうのをこれ変異結構起こってるなっていうのを見つけたわけなんですけど、結局それはあくまでも確認された段階の話なので、もしかしたら南アフリカでオミクロン株が生まれたわけじゃなくて、もっと別の国、例えばヨーロッパの国なんかで実際のところ
出てるんだけれど、他の人たちに紛れて全然気づかれなかっただけっていうこともあり得るわけですよね。あくまでも南アフリカで一番最初に、確認できただけなので。で、その時点から見てオミクロン株変異いっぱいあるねって情報がいっぱい広がった、じゃあ渡航宣言を強化しましょうねっていう段階を踏んでいるので、実際のところはそれ以前に日本国内にもう入っていたとしても何の不思議もないっていう状況です。まあなので今から言うと、もうある程度オミクロン株へと感染の主体が世界各国どんどん移り変わっている状況なので、もう規制をこれ以上強化するのはまああんまり意味がなくなっている状況なんですよね。日本国内で市中感染が始まっているっていう状況なので、まあなので基本的には病床をしっかりと用意しましょうね、3密はみんな守りましょうねといったいわゆる基本的な対策と、あとは高齢者の人たちがリスクが高いっていうのは別にデルタ株でもオミクロン株でも同じなので、高齢者の人たちはまあ追加接種を受けていただければ、まあ重症化するリスクはこれまでと比べたらまあある程度抑えられますよっていうことにはなるというところですよね。なので私自身はそれに加えて飲み薬が普及してくれば、入院するところまで症状が悪化せずに治る人たちっていうのが出てくるので、まあある程度の被害は抑えられるんじゃないかなと思っております。まあ新型コロナウイルスっていうのは結局のところ昔から旧型のコロナウイルスがずっと風邪のウイルスとして延々とあったことを考えると、今後も別にずっと変異し続けながら、まあなんていうかな、旧型と新型がずっと同居するような形で残り続けるとは思うので、なくなるわけではないんですよね。だからどこかの段階で制御する、そして制御しても私たちの生活は成り立つっていう、いわゆるウィズコロナ生活っていうのを目指していかないといけないというところですよね。で、そのための準備としては、まあワクチンと飲み薬と、まあベッドを用意しておくっていう、まあこの3つを用意しておけば、まあそこまでもう今はっていうふうには思いますね。結局のところ、例えばチャンネルの動画で韓国の話を最近していることが多いんですけども、亡くなる人が多い理由っていうのは何と言っても、そもそも治療を受けたいんだけどベッドないから治療を受けられずにっていうふうに亡くなってしまう人が多いんですよね。治療さえ受けられれば、まあ今ではステロイド系のやつもあれば、まあデルタ株の方だと抗体カクテル療法なんかも使えたりとかするわけなので、で新しい薬も出てきて少しずつ治る人は多くなってますからね。ZBV さん、リスクの高い人を隔離したい方が早そう。結局のところ南アフリカだとそれが可能だったりとかするんですよね。日本の今の平均寿命っていうのはざっくり言って80代のその前後なんですけれども、南アフリカだと60歳ぐらいなので、まあ高齢者になる前に多くの人が亡くなる国だっていうこともあって高齢者が少ないんですよね。で、一方で日本でさ、リスクの高い人たちって言って高齢者だなってなったら、人口のかなりの割合高齢者だっていうこともある。隔離するも何もちょっと難しいんですよね。ここが難しいところでございます。さて、それでは次行きましょうかね。109とっくりさんですかね。上川さん、こんばんは。こんばんは。海外渡航歴のない人がオミクロン株感染者となる、いわゆる市中感染があちこちで出てきました。空港での水際対策で漏れた人たちからの感染なのか、ゆるゆる対策の米軍基地関係者からのものか、それとももっと前からオミクロン株が日本に入り込んでいたのか、上川さんはどう思われますかということなんですけど、私は、ちょっとさっきの質問に答える形でこの話しましたけど、基本的には規制強化する前にもう日本にはオミクロン株入っていただろうっていうふうに考えています。まあ、ただしですね、日本の基本的なデータとしては、ワクチンの、普及率が非常に高い国なので、ある程度オミクロン株が広がったとしても無症状で済んだ人が多かったから表面上には現れてこなかったんじゃないかなとはちょっと思っております。というのも、オミクロン株は確かに感染力っていう意味ではデルタ株以上っていうのが分かってるんですけれども、じゃあ重症化率っていう意味で言うと別にデルタ株以上ではないよっていうのも同時に分かってます。
日本の場合だとこのデルタ株の感染っていうのがついこの前あったばかりなので、感染しやすい人はその時にもう感染したっていう人がまあ多くなってると思うので、今この段階になってもうオミクロン株が入ってきたとしても、そういった感染しやすい人たちはもうある程度免疫ができた状態なので、まあ再感染したとしても症状が出るほど悪化しないんじゃないかなっていうね、まあそういった事情なんかもあると思っていますね。で、米軍の基地のこのゆるゆるっていうのは結局のところ米軍基地の周辺のところで広がるっていう、いわゆる沖縄であるとか、まあ神奈川県とか、まあそれぞれの地区あるわけですけれども、まあそこから増えるにしても結局のところ、まあもうちょっと前から実際には始まっていた可能性はあるんじゃないかなと思いますけどね。今になったからさあ広がるっていうわけでもなくて、結局この米軍基地の話っていうのはまあ今ではなく去年の頃から別にまあ同じような対策はしていたわけなので、まあ広がるにしても別に今じゃなくても前からあったんじゃないのっていう話ではあると思いますね。よいしょ。というわけで、次行きましょうかね。はい。それでは、久我京香さん。もうすぐ今年も終わりですね。私の年末年始のお休みは謎にいろんな方面から食料が集まってくる実家に行きます。きっと帰ってくる頃には顔の輪郭が変わっているでしょう。上川さんは年末年始をどのようにお過ごしになりますかということですね。書き込みありがとうございます。おそらくこの謎にいろんな方面から食料が集まってくる実家っていうのは、まあ人の付き合いが非常に多い家なんでしょうね。もしかしたら周りに農家さんがいっぱいあるとかで、いや、うちの何々で採れたものをみたいな形でお肉がやってくるとか、鶏肉がやってくるとか、卵がやってくるとか、野菜が入ってくるとか、もうやたらと物が集まってくるのかもしれません。まあそういった意味ではいろんなものを食べ過ぎて、もうパンパンに膨れ上がるのかもしれないですね。まあそういった意味では私は多分実家には帰る予定は今のところはないので、一人で過ごす予定でございます。なので今のところですね、まあ年末年始生放送しようかなと思うけれど話すことあるのかなっていうね、そういった問題を抱えております。やるとしたらまあ31日のまあ夕方は早すぎるなっていう感じで、まあ22時とか23時ぐらいからまあみんなで年越そうかなとか24時ぐらいまでの放送をするとかね。皆さん明けましておめでとうございますっていうのを生放送中に言う、そんな生放送しようかなと思ってるので、まあ特に、実家に帰る予定がないので、そんな感じで今のところは考えております。うん。実家に帰ってボコボコに殴られるっていうなかなかそういう解釈はちょっとびっくりしてますが。いや、まあ確かにそのパターンもありますよね。ね。食料が集まってくるかっていうと、それを食べるっていうのは安直かもしれないですよね。もう食料でぶったたかれるかもしれないですよね。よし、餅つきをやるぞって言って、その餅でもう顔がポンパッコンやられるっていうね、そんな猟奇的な家かもしれないですからね。わからんですね、確かに。チャロス JP さん、お年玉ちょうだい上川さんっていうことなんですけれども、まあ、お年玉をあげることはほぼ私はないですよ、もう。甥っ子に対しても1000円しかあげないぐらいですからね、もう、こいつはなんて渋いケチな野郎だってきっと思われてるんだろうなと思いつつも、ね、まあそんな感じでございます。まあ、年越しライブにどれくらいの人が集まるかっていうのはちょっと需要がわからないのでね。例えばもう、久我京さんみたいに実家に帰ってみんなで、まあ、最後の年末を過ごしている時に私の放送を見るのかっていうと、いや見ねえだろってツッコミもまあ十分あり得るのでね。このあたり、まあ年越し生放送する時に来てくれるかなどうかなっていうのをアンケートを取った上で、人数的に少ないんだったらもうやらなくてもいいかなとかね。まあそういうのはちょっと思いますね。そうですね。見つきます。渋川さん。そうですね。渋いですよ、もう私は。ね、お年玉っていうのは理不尽なもので、自分がもらうときはもっと欲しいって思うのに、自分が渡すときになった瞬間に、
自分の子でもない子にあげるのって思っちゃうっていうね。この悲しさが。いや、本当だったらね、もう自分の子供じゃなくても、っていうかまあ私には子供いないんですけども、もう親戚の子にちゃんとあげなきゃっていうね、まあちょっと思うんですけどね。まあ、今22時39分なので、ちょっとあと20分ぐらいか。まあ、記事をいくつか用意したので、このあたりのちょっと雑談をしようかなとは思っておりますが、ちょっと。武蔵野市のまあ住民投票条例っていう話がインターネット上で盛り上がってたんですけれども、まあこれ動画にしようかどうしようかなと思ってる間に旬を逃してしまったなとか思っている話題で、結局のところですね、この話題っていうのは、住民投票しますよ、その時に、この武蔵野市に住んでいて、しかもそれがたった3ヶ月以上っていうかなり短い時間で、投票権を国籍を問わずみんなに与えますよっていうことがあって、まあこれに反対する人たちっていうのが、まあ非常に話題にして、そして武蔵野市のこの議会の中で否決されるっていうことが1回ありました。まあところがですね、この話もしかしたら、今後も他の地域でもう連発するんじゃないっていうお話になっているんですよね。で、実際のところこれ否決されたんですけど、その他の都市でもまあいくつかの都市ではもう実際にやられていると。で、今回の話が一番何が問題だったかっていうと、ものすごく長く住んでいるような、いわゆるまあ例えばもう1年2年どころじゃなくてもう5年10年住んでるような人だったらいいんじゃないかみたいなとか、そういった話とかだったらまあある程度受け入れやすいんですけれども、この3ヶ月っていうのはもう何か住民投票しますよって告知をある程度まあ見てからでも間に合っちゃうんじゃない的なところを言われていると。まあさすがに8万人とか10万人レベルでいきなり票が集まってくるっていうのはまあ現実的ではないにしても、でも何かしら人数を集めてくることは考えられるレベルだというところですよね。で、この人、結局この市長がある程度その自分が選挙に出るときにこういった政策を掲げていたかっていうとそういったわけではないっていうのもまたこれ問題で、最初から自分が市長選に出るときにこういったことをやろうと思いますっていうのを言っていて、それがなんていうかな、自分の市長としてやりますよっていう前提で受かったんだったらある程度言葉としてはわかるんですけれども、結局のところそれを言わずにこれやりますよって言い出したんで、おいおいこんなこと聞いてねえわっていう話になったんですよね。まあだからこのあたりもね、ものすごく強引な、もしもインターネット上でこれが話題にならなかったら、例えば国会議員の人たちがその現地に行ってみんなに呼びかけとかを行ったりとか、そういう草根の運動が盛り上がらなかったら、その議会の中でこれ問題なんだなっていういわゆる意識を持たずに、なんか市長がこういうのやろうとしてるわ、じゃあまあやれるもんだったらいいんじゃないみたいな感じですんなり言った可能性とかがあるんですよね。まあ賛成反対のその意見っていうのも結局のところそこまで考えてなくまあ受け入れちゃうっていう人たちいますからね、どうしても。で、まあこのそれぞれの報道機関がこの話題をどう取り上げてるかっていうのも結構まあいろんな色が分かれてるなと思っていて、まあ例えばこの住民投票条例っていうのはまあ他の国とかもしくは日本国内でもあるんだからこれはいずれやっていくべきだ的な話をしているところと、いやいやこれによって問題が発生しているところの方が多いですよっていういわゆる成功事例じゃなくて失敗事例が起こってますよっていうのを紹介する報道機関とかね、やっぱそれぞれ違うんですよね。人権的に言うとこういうのを認めていくべきだ論っていうのはまあ確かになんていうかな反対しにくいんですけれども、実際問題結局のところ
外国人の人たちにとって都合のいいものが、まず投票にかけられちゃうんじゃないのっていう不安が広がるのは、これはしょうがない話だと思います。なのでね、最低限でもいろんな条件を私は課すべきだと思いますけどね。もう、これだと、極端な話で言うと、永住外国人じゃないと、もう投票は受け付けませんよぐらいの話だったら、数としてはものすごく少なくなるであるとか、武蔵野市で言えば、まあ、例えば10年ぐらいもう住んでますよぐらいの人たちに対しては外国人でも OK とかすれば、いわゆる短期的にいきなりやってきてとか、そういった話がもう全然通じないとかね。そういった何かしらの条件を前提としてつけなければ意味ないと思うんですけどね。まあ、ただこの話でちょっと誤解が招かれているっていうのは、住民投票の話なので、例えば市長さんを誰にするのかっていう選挙権を持ってるわけじゃないっていうの、まあ、そこもちょっとね、まあ、勘違いされている方がおられたので、確かに問題なんだけど、ちょっと別の話に勘違いしている方もおられるんで、そこは注意した方がいいっていうところですね。まあ何にしても、この憲法改正とかいう話と絡んでくるんですけれども、日本のことは基本的には日本人で決めましょうっていう、その第一原則っていうのを、もうちょっと範囲を広げた方がいいんじゃないかなと私は思っていて、国会議員もそうなんですけれども、県会議員であるとか、そういった市町村議員の人たちに対する、いわゆる投票権というのは日本人だけにしましょうねとか、もしくは公共施設における、いわゆる公務員についても日本人っていうのを、やっぱり基本的な第一原則に掲げた方がいいんじゃないかなと思いますけどね。で、何か専門家を雇うときに日本人じゃなくて海外の人を呼び込むときには、それはいわゆる公務員っていう形ではなくって、まあ、なんていうかな、アシスタント的なというか、いわゆる外部の評価委員会的なところでつける、そういった、まあ、やり方は全然ありなんじゃないかなと思うので、何も公務員の人たちに、その日本人じゃない人たちをガンガン入れるっていうのはあんまりね、いいことではないと思いますけどね。気持ち。まあ、その他ちょこちょこと用意したニュース。他には、かな。よいしょ。まあ、あとは、今冬っていうこともあって、電力機器どうするんだ問題っていうのが、一応静かには流れております。静かにっていうのは、電気代が値上がりしますよっていう話は聞くけれど、いわゆる停電が起こりそうだっていう危険については、まあ今のところなんとか回避できそうだなっていうこともあって、大きなニュースにはなっていません。まあ電力需要っていうのは結局のところ、ものすごく強烈に寒い時期っていうのがやってくると、みんながエアコンとかいわゆる暖房機器を、まあ電気を使って行うので、まあ、電力需要が上がるっていうことがあります。で、日本ではですね、やはり原発が止まってるものが多いので、その間、まあ自然エネルギーっていうのを活用しよう、そちらの方のパーセンテージ上げていこうっていう動きがあるので、どうしても電源としては不安定な時期に突入しちゃってるんですよね。なのでこの冬のものすごい電力需要が上がってくるのに対応するために、もうこのままだともう廃止しようと思っていたんだけれども、どうも必要だなっていうことで、古い火力発電所にもう一回火を入れたりなんかをして、この冬を乗り切ろうなんていうことをしています。で、日本の動きっていうのは基本的には海外から見ると、そういった自然エネルギーの活用がまだまだじゃないかっていうツッコミを受けるわけなんですけれども、じゃあどんどん進めた国どうなってるのっていう話として、まあドイツが今危機的な状況に陥っております。ドイツはこの自然エネルギーをどんどんと推進すればいいじゃないか派の、まあいわゆる機種の一人として、日本でもなんか取り上げられること多いわけなんですけど、その足元ではひどいことが起こっております。ドイツ全土に迫るブラックアウトの危機、今非常事態が実際に起こっているということで。で、ドイツではですね、原発についてはまず廃止していこうっていうのと同時に、火力発電所、いわゆる石炭を使ったものについてはもうこちらの方もやめていこうというのを、まあある程度掲げていました、政策として。まあ CO2 排出っていう意味において、石炭火力はやめると。で、原発について言うと、まあ、
東日本大震災みたいな時のようなこともあっても、原発っていうのはちょっと危ないんじゃね的な考え方からスタートしたわけなんですけれども。で、一方において、自然エネルギーっていう意味では、ヨーロッパの沿岸地域における、風力発電っていうのがある程度偏西風が期待できるので、これをどんどんと増やしていこうと考えていたんですが、さあ、その目論見みっていうのは結構外れ気味になっていると。石炭火力発電所をやめて天然ガスの発電所に切り替える。そして、原発をやめてある程度自然エネルギー、風力発電を頼っていこうと思ったら、そもそもうまい具合に風がいつも吹くわけではないっていうこともあるし、さらに自然エネルギーの中で天然ガスを使おうっていう動きは別にドイツだけで起こっているわけではないので、天然ガスの値段上がりまくっちゃってますよっていうこともあって、さあ大変だと。で、ロシアの方は今のところドイツに対しては天然ガスを売ってはくれてはいるんですけれども、でも値段が上がってるっていうこともあって、これはプーチンのせいじゃねえか論とかが結構上がってる。まあそんなことも起こっております。まあ実際のところロシアは約束の量は、ちゃんと送ってるよとは言ってるんですけれども、まあそもそも寒さっていうのが来て、そして自然エネルギーっていうのがとても不安定でっていうこともあって、ドイツでは今電気代がめちゃくちゃ上がってますよっていうことになってます。電気の市場価格は前年比で10倍っていうこともあるので、これそのまま直に市民にかかってるコストアップとは思わないんですけど、まあ少なくとも、電気を売電している方としてはものすごいコスト高でもう経営厳しい状態になっていると思いますね。だから、ドイツの人たちにしてみれば電気代上がってるのきついねっていう話は多分聞けると思いますね。よいしょ。まあいろんな話が出てくるんですけど、結局燃料費の値上がりっていうのに直結してくると、それが物流コストにまた跳ね返って、で物流コストが上がると商品の値上がりにもつながりやすくってっていうところは、まあどうしても起こりやすい話ですよね。まあこの辺はまあ日本ともちょっと似ている部分がありますよね。物流コストが上がると企業が利益を減らしてとうなってしまうのか、それとももう直接商品の値上げをして消費者に対して、物の値段がちょっと上がってるよ、きついなって思うかっていうところですよね。まあ何にしても今、自然エネルギーっていう意味では、フランスでは原発を利用するっていうその前提で進んでますけど、ドイツでは原発をやめてしまって自然エネルギーをある程度活用しようという考え方なので、未来としてはドイツの方が今のところは失敗例になっていると私は思います。結局のところ自然エネルギーっていうのは、調整ができないっていう最大の問題点を克服できているわけではないので、そこを克服する技術、例えば間に、まあ、ものすごい大容量で安い蓄電池みたいなものをちょっと間に挟むようなことでもできない限りは、この安定化っていうのは難しいというところですよね。で、そんなものができるんだったら技術革新簡単じゃねって思うわけなんで、そんなものがないからこそできない話なんですよね。まあそういった意味では一応取り組んでますよっていう姿勢だけを見せて、基本的には原発を使うっていうのがまあなんていうかな、当面乗り切るにはいいんじゃないかなと私は思っていて、でいつまでも原発を使うわけにはいかないよっていうのもまあ全くその通りで、最終的には核融合発電へとまあ乗り込んでいくしかないっていうふうには思いますけどね。まあただし核融合発電についてはもう2030年には実用化するんだっていう人もいるんですけれども、私はさすがにそこまで早くはないと思ってるので、多分2050年とかね、多分今から30年ぐらいはかかるんじゃないかなと思ってる方ですね。ただ30年っていうスパンも国家的に考えると、まあ原発1基作ってそこで30年も動かせば、まあ次の核融合につなげることができれば、まあ万々歳じゃないかなと思うので、よいしょ。自然エネルギーに頼りすぎない、一応取り組んでますよポーズをして国際的な批判をかわしつつ、核融合発電に研究開発を進めていって、まあ、当面は原発をまず再稼働して、そして古いものについては廃炉して、その分を小型原発みたいなリスクの低めの最新鋭のものに切り替えれば、私は十分やっていけるんじゃないかなと思うんですけどね。このあたりのことを言うと、いやいや、そもそも日本ではもう原発に対する反対意見が多すぎて、できねえよっていう風な話をされる方はおられるんですけれども、そこをちょっとね、
なんていうかな、苦労してでも説明する価値はあると思います。もう原発っていうのはもう何でもかんでも危険だっていうふうに考えられてきたわけですけども、まあ、確かに東日本大震災では福島原発がやられちゃったわけですけど、あれは結局のところものすごく古いタイプのもので、しかも条件としては明らかに悪いところでっていう、いろんな悪い条件が被ったやつですからね。その後の回収作業にものすごいお金をかけてきたっていうこともあって、今の原発っていうのは、まあ少なくとも以前のものと同じものとは考えない方がいい。まあそのぐらいの安全性は高まっているとは思いますしね。三月松さん、アメリカがレーザー核融合で 1kW のエネルギーを生み出すことに成功。いわゆる実用化に一歩前進ってやつですよね。これまでの核融合の研究開発っていうのは、いかにしてエネルギーを赤字から黒字化するかっていうのが一つの目標でした。この赤字っていうのは一体何かっていうと、核融合発電を行うためには、その一番最初の起動電力っていうのがどうしても必要なんですよね。で、その起動電力にかかるものよりも、今までは下回るものしかできなかったと。いわゆる核融合状態っていうのが、まあ、持続しないといけないんですけれども、その持続っていうのがまあ難しかったと。まあなので、電力的にそれが黒字に、投入した分以上の電力ができたよっていうのは、まあ一つの、まあ記録的なことなんですけれども、まあただしこれが一般的な発電用に、いわゆる商業化に向けてのっていうと、まだまだ時間はかかると思いますね。結局連続発電時間が、まあ1年とか2年とか10年とか、まあそういった、まあそのぐらいのレベルを一応見ておいてっていうことがどうしても必要になってきますからね。実験施設内で、まあ1時間できました、やったーっていうのを言っても、それが、商業発電になるかっていうとそうではないので、なのでまだまだ研究開発は必要なことでしょう。で、それが多分まあ10年、20年かかっちゃうんじゃないかなっていうところですね。うん。よいしょ。まあ、あと用意したニュースとして取り上げてないんですけれども、まあ、アメリカのバイデン政権はまだまだ、頼りないなっていう話はしたんですけど、一応やることはやっております。で、議会が特に中国に対しては、ちゃんと物を言わなければ許さんぞって大統領をつっついているところなので、ウイグル強制労働防止法っていうのが、上院下院両方の、賛成で成立して、これを大統領も署名して発行いたしましたというニュースが流れております。で、日本の企業もこの対応っていうのは当然しなければならなくて、このウイグルで使われている特に関係するものとしては、今自然エネルギーの話しましたけども、ハイシリコンと呼ばれるものがこの地域で作られているっていうことも、ポリシリコンですね。ポリシリコンの生産の、まあ、重要拠点になっているので、まあ、太陽光エネルギーに関してはこのウイグル、強制労働防止法っていうのを念頭に日本企業は絶対対応しなければならないと。で、あとは新共和と呼ばれるような、綿製品、こちらの方も日本企業では、まあ、例えばユニクロみたいな、まあ、非常に手広く使っていたこともあるので、こういった防止法っていうのを見て、なるほど、ウイグルから手を引いた方がいいなと思ってくれるといいなというところですよね。まあ、ただ地元の人たちで全員が全員そういう強制労働されてるわけではないので、そこをどうするかっていう問題はちょっとありますよね。よいしょ。だからね、本当は強制労働されてない、それ以前から普通に働いてる人たちも対象になってしまう可能性を秘めてる法案なのでね、なかなか難しいところではあるんですよね。で、この強制労働されてないよっていうのをちゃんと証明しなさい。証明したら問題ないですよっていう、ここの手続きどうするのっていうね。このアメリカ当局者がこの現地に行って監視して、問題ないねっていうのを確認してくれればいいですけど、それをしないですからね。企業の方がそれ証明しなさいっていう風に言ってるので、ここが難しいところですよね。そんな中国では、本日、
クリスマスを祝うのを禁止という通知が出ております。これはまあ中国の全体ではなくて、中国のチワン族自治区っていうところでの話なんですけれども、まあ、中国ではこういった宗教的儀式に対して非常に今厳しいよっていうニュースが流れております。まあ共産主義っていうのは基本的には宗教とのかなり、水と油的なものがあって、宗教をものすごく信じている人たちっていうのはある意味盲信した状態になるともう手がつけられないっていう考え方が共産主義にはあって、共産主義国においてはそうした宗教に過度な肩入れをするな的な風潮っていうのがあると。ただしこの動きっていうのは現代で言えばまあ中国共産党だけで、例えばロシアにはロシア国教がロシア正教っていうのがあって、まあ、これキリスト教系のものがあって、別にそこが弾圧をされているっていう話あんまり聞いたことはない気がするので、まあただ勢力的にそんなに強いものではないので、まあ中国だけなのかなとは思いますね。まあ中国においてはキリスト教の、教会においても監視カメラをつけなさいっていうのがある程度中にも、結構入ってきますし、イスラム教系に関して言っても同じく、中にはちゃんと監視カメラつけなさい。そして中国当局者がいつでも出入るようにしなさい。そして新疆ウイグル自治区におけるイスラム教徒の場合だとそもそも、モスクについて潰すぞっていうようなことも、まあ、頻繁に起こっているそうでございます。新興宗教についても全く同じようなもので、ものすごい勢力になってくるとこれは何かしら、共産党に歯向かいかもしれないということで一気に潰しにかかることがあります。まあ何にしてもね、クリスマスのイベントを祝うこともできないのかと、まあ、ちょっと驚くことでございますが、一応、言っておきますが、これは中国全土ではないそうです。まあただしこの動きっていうのがどんどんと広がる可能性はありますね。そして中国ではこのロックダウンっていうのが今でも行われていますよというニュースがあります。まあこれは新型コロナウイルスのおそらくはデルタ株だとは思うんですけれども、中国の西安市でこのデルタ株の感染拡大っていうのがある程度見られるっていうことで、ロックダウンをかけたそうです。人口的に言うと1300万人、東京が1400万人ということに規模感としては全く今のこの中国だからこそできる恐ろしいことだなとは思いますね。まあ東京でロックダウンなんてしようものならものすごい大混乱が起こるだろうにっていう思うんですけど、中国ではこういったことを平気でやるっていう話ですよね。で、中国の場合だとウィズコロナ政策ではなくてゼロコロナ政策、もう一切ゼロを目指しますよ、もう10人100人1000人なんて許しませんよっていうのがまあ一応の建前にはなっています。でもこの時期ロックダウンをなぜかけたかっていうと、一応は北京オリンピックを見通して北京からそう遠いわけではないっていう話なんですよね、この西安市っていうのが。まあざっくり言うと東京と四国ぐらいの距離感だそうです。なのでそんなにまあ日本人からするとまあ四国で流行ったとしても東京でまあ危険が及ぶかっていうとまあそこはないと思うんですけれども、中国的に言うと今ゼロコロナ政策が掲げている関係で、中国っていうのは今感染が爆発してるらしいよなんていう話になると、北京オリンピックに悪影響だっていうんで、もう一気にロックダウンをかけてもう潰しにかかっているっていう状態なようです。まあこのあたりはもう北京オリンピックがとにかく大事で、それ以外のものについては、例えば経済的な悪影響なんかはもう関係ねえっていうそういう状態ですよね。でしかも国民の意見っていうのがあまり通らない国ですからね。このあたり西安市に住んでいる人たちはため息をついていることでしょう。それとまあ岸田政権下で起こった動きなんですけれども、実際にはこの安倍政権菅政権のその連続的な流れの中で出てきたニュース一つご紹介しましょう。皇位継承権の話なんですけども、有識者会議が最終報告書を、岸田総理に渡している写真が出ております。この有識者会議っていうのは別に岸田総理がやれという話をしたわけではなくて、安倍政権や菅政権で連続的にいろいろ話し合ってきて、その報告書っていうのがまとめられて今の時期に、岸田総理に提出されましたということになっております。でこの中でどんな提案をされているかというと、
基本的には、まずは、旧皇族と呼ばれるような人たちの中で、まあ男性の方がまあ何人かおられるので、それらの人たちに、いわゆる皇位継承権を持たせない形で、まずは皇室に戻ってもらう。いわゆる養子として迎える案っていうのを提案されています。で、戻ってきてもらって、後で生まれてきた子供たちに改めて皇位継承権を、いわゆる順番としては後の方としてつけるという考え方ですね。まあこれは私はまあ妥当なんじゃないかなと思っております。まあ私自身も旧皇族の人たちに戻ってきてもらえればいいんじゃないっていう、そういった支持者なので、まあほぼほぼまあこれでいいんじゃないのって思いますけどね。で、戻ってきてもらった時に、いや、この人たちもうずっと長い間、もう民間人だったんだから、全然ダメじゃんっていう人たちいるわけなんですけど、そういう考え方とはちょっと違うかなと思っていて、結局のところ、この皇室の問題で男系男子っていうのは、ある意味、血統の話なので、別に身分的に、いわゆる皇室という枠組みに入っていなくても、血筋的にはそうだったんだから別にねっていうところですよね。ただ、皇室の習い事的なもの、まあ、作法的なものっていうのは、まあ、随分長く離れているので、一から学び直しっていうのは、まあ、避けられないけれど。まあ、だからといって、まあ、サラリーマンだったからって皇室に入るのがダメだっていうのは、ちょっと私は違うんじゃないかなと思ってますね。で、そういったことも踏まえて、この最終報告書では、まあ、戻ってきてもらうんだけど、皇位継承権はつきませんと。で、皇位継承権はつかないんだけれども、その後に子供が生まれてきたら、その人については皇位継承権が発生しますよっていう形で、まあ、一から生まれた時から皇室の中で育っていけば、それでいいんじゃないっていう考え方ですね。と、あとは、今は男系男子の話でしたけど、それ以外では、まあ結婚した後も皇室に女性が残るっていうのも一つ案として出されています。こちらの方は、全体の人数を保つための一つの案なんですけれども、まあ、結婚した後っていう、つまり女性の場合だから、まあ男性と結婚して、その人の取り扱いどうするのっていうところはやっぱりちょっと気にかかるところですよね。まあ何にしても、岸田総理が果たしてこの最終報告書をどう取り扱うのかなっていうのが、これまたちょっとね、不安だなって思ってるところで。よいしょ。まあ今のところこの最終報告書自体はまあ、そんなにというか、基本的にはまあ前進につながる案なので、まあ岸田総理がこれを棚上げとかせずに、ちゃんと前向きに形にしてもらえればなと思いますけど、ただこういった問題についてめんどくさがるかもしれないなっていう不安はありますね。で、あとはウクライナ情勢についてニュースをまあご紹介しようと思うんですけれども、どうもこの話題っていうのはね、ロシア軍がウクライナ領域のその周辺にどんどんと、まあ、集積されてはいるんですけれども、まあ、実際には戦火が、交戦状態になることはないんじゃないかなと私は結構見ている方なので、まあいいんですけど、まあでもこれが実際に戦闘になる可能性もあるぞって言ってる人たちもいるので、まあ目が離せない状態になってますよね。まあ実際に戦闘するかどうかで言うと戦闘しない方の確率が高いと思うんですけどね。やるとしたら、いわゆるウクライナ領内にいる親ロシア派と呼ばれるような人たちを偽装するんじゃないかなと思ってるので、わざわざロシア正規軍がウクライナに侵攻するっていう一番、まあ政治的リスクが多いような形にはならないんじゃないかなとはまあ思っております。まあただし実際にその予測が当たるかどうかっていうのはわからない状態なので、まあ一触即発なことが起こりうるという意味では、ウクライナ情勢っていうのはまあ決して国際情勢上無視はできない状態が続いております。まああとはですね、まあこれまた岸田政権として取り組んでいるっていうのはちょっとまた不安な話なんですけれども、防衛費については、安倍政権、安倍政権、菅政権と続いてきた中で増額しようっていう流れは一応規定路線にはなってます。で、実際に予算として取りまとめられたのが、まあ、岸田政権だっていうことなので、これも防衛予算の話なんですけれども。
F2 後継機開発に858億円、最新兵器、レールガンなどの研究費137億円というニュースが出ております。で、こちらの方、防衛予算としては、2020年度予算案に盛り込まれただけなので、F2 の後継機開発の全額が858億円というわけではありません。あくまでも、2022年度予算案にこれが入ってるっていうだけなので、その23年、24年、25年っていう風にして、F2 の後継機開発には連続的にお金が発生すると思います。まあ少なくともこんな900億円で新しい戦闘機ができるわけがないですからね。まあ5000億円とか1兆円とかまあかかるぐらいのことを覚悟しなければならないとは思います。ただですね、この最新兵器レールガンの研究費137億円っていうのはちょっと違うんじゃないって私は思ってる方で、というのもまあアメリカ軍でもこういった最新兵器の開発っていうのは進めているわけなんですけれども、レールガンっていうのは本命のものとしては、取り扱われてはおりません。アメリカ軍で開発が進められて実用化っていうので、しかも日本で取り入れられてないものとしては、レーザー砲の方が進んでおります。去年アメリカ海軍が 150kW 級レーザー砲の試験射撃に成功っていうようなニュース記事もありますが、その後も、今年2021年12月16日には、中東アデン湾でレーザー兵器の実射試験を実施といった具合にですね、レールガンではなくって、レーザー砲、もう電力の方を弾にしようっていう考え方ですよね。こっちの方が進んでおります。で、こういったレーザー照射して何がいいかっていうと、弾代が安いんですよね、基本的には。で、この弾代が安いことが一体何に役立つかっていうと、小型ドローンとかの場合、そんなに値段の高くないものなので、量を揃えてきて、突っ込ませてくる可能性があるので、それを迎撃するための兵器の値段も安い方がいいに決まってるさっていう考え方ですよね。例えば、まあ、軍用のドローンが1機100万円ぐらいだとして、それを撃ち落とすのに1000万円のミサイルなんか撃ち込んでたら、もうあっという間に大変なことになってしまうので、レーザー兵器だったら電力さえ回してあげればっていうことなので、基本的にはいっぱい飛んできても、よし、バンバン撃ち落とすぞっていうことができるというわけで、これは現代的に言うとどうしても必要なものなんですよね。もちろん使い分けは大事ですよ。ミサイルにはミサイルのいいところがあるんですけれども、でも少なくともこれからの時代、このドローン攻撃っていうのを念頭に置いて、安い迎撃手段っていうのは大事だねっていう考え方があるんですよね。例えば、じゃあミサイルじゃなくてもめちゃくちゃ近づいてきた時に、機関砲で撃ち落とせばいいじゃないかっていう考え方も当然あるんですけれども、機関砲の場合だと、今度は弾丸を消費する以上、物体が必要になるので、まあどうしても、量に限りは出てくるっていうこともあるので、で、こういったレーザー兵器もありますと。ただこういったレーザー兵器だけではなくても、実際に搭載艦っていうのが出てきてるんですけれども、こちらは2021年9月10日、アメリカ海軍レーザー兵器搭載のイージス艦を横須賀へ配備というニュースが入っております。9月のことなんですけど、ミサイル駆逐艦デューイが日本へ到着し、第7艦隊所属として前方配備についたと発表がありました。こちらに載っているレーザー兵器っていうのが、AN のスラッシュ SEQ4 というものなんですけれど、こちらはですね、こういったドローンを直接撃ち落とすものではなくって、今の話で言うと、ドローンを含む無人航空機やミサイル、無人水上艇などのカメラやセンサー類を破壊無力化することが可能と言われていますというもので、いわゆるレーザー砲の中でもそれほど出力がないものだというふうに考えてください。ただ、もうアメリカ海軍では実用化のレベルに入っていて、実際投入されてますよっていうことからもわかるように、いずれはこういう本当に、砲撃レベルへと少しずつ上げてくるっていうのが、見えてきてるんですよね。そういった意味で言うと、自衛隊が研究するのはレールガンじゃなくてレーザー砲なんじゃないのっていうふうには私は思っております。なので、お金のかけどころとしては国産戦闘機っていうのは一つ日本の航空機産業のためにも、どうしても外せないものなので、F2 の後継機開発っていうのは、進めていくべきでしょう。
と同時に、まあお金がそんなに潤沢にあるわけではないのに、日本の場合だとどうしてもお金をある程度絞るっていう意味では、レーザー兵器であったり、ドローンを無効化する電波兵器的なもの、まあそういったものの方が、まあより一層いいのではないかなと思っております。で、このレーザー兵器に関して言えば、日本の産業はどちらかというと基礎工業力のある国なので、まあ結構向いてるんじゃないかなと思いますけどね。よいしょ。まあそのぐらいにしましょうか。まあ他にも用意したものとしては、思いやり予算が同盟強靭化予算っていう名称変更なんかがあって、ちょっと一言言いたいけど、っていうところですよね。よいしょ。はい。それじゃあ書き込みの方の続きいきましょうか。2022年の構想は何でしょう？直近で特に気になる事柄は何でしょう？ということで、これに対するコメントとしては、こたつねこさんが、岸田失脚高市政権誕生でしょう。それに対するコメントとして、初夢に出てくると良いですが、ということで。いやー、私としてはですね、もう、岸田政権が倒れて、参議院選挙の後に高市政権が発足してくれたら、すごくいいかったなって思うんですけど、そうなるためのシナリオっていうのが難しいなと思うんですよね。結局のところ、岸田政権が失脚するっていうことは、参議院選挙で負けるっていうことが前提になるので、で、どのくらい負けたらさ、岸田さん辞めるのかなっていうところですよね。まあ、自民党、公明党で、いわゆる連立政権が組めなくなったよ、このままだとっていう話になると、野党がそんな100議席とかプラスになるとか、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなと思うので、まあ、そこそこの敗退で岸田さん辞めるかなっていうのも思うし、難しいとこですよね。今のままだと確かに負ける可能性は高いんですけれども、そこまで大負けはしないんじゃないかなと思うので、まあ、体調不良とかそういういわゆる何かその政治的なイベント以外の出来事で岸田さんがちょっと執務が取れませんでしたみたいな話がないと難しいのかなというふうにはちょっと思ってますよね。で、見た目で見ると岸田さんそんなに健康問題なさそうだしなっていうところがちょっと気になるところで。まあ私自身としては高市さんであれば少なくとも外交面に対しては全く問題ない、もう心配する必要なさそうだなって思ってる方なので、高市政権が発足してくれた方が断然いいと思っております。ただ現実そうなるかって言われると、私はまあ難しいんじゃないかなと思ってるところですよね。まあなかなかね、野党の方で今からじゃあ、ものすごい大躍進するかって言われるとね、難しいところだと思いますね。まあもちろん、立憲民主党から例えば、日本維新の会がさらに議席を伸ばして第一党逆転とかまあいうことは起こりうるとは思うんですけれども、じゃあそれによって与党になれるかっていうとそこまでではないだろうとは思いますからね。はい。さて、それでは最後の質問ですね。佐藤ひろみさん。動画内の上川さんのお顔は CG ですか？そう思う根拠は私の直感。ごく感覚的違和感です。久我京さんが、上川さんご本人の実写のはず。ただし加工している旨、普段の動画内で、画面右上に表示されていますね。加工というのはちょっと整えるという意味で、きっとそこに違和感をお持ちになったのではないでしょうかね。ということですね。ありがとうございます。まあ、久我京さんが答えられているように、動画の最初の右上の方に、これはもう私なんだけれども加工済みですよっていうのを書いているので、まあそのまんまですね。なので違和感があるって言われたら、まあそれは違和感はあるでしょう。逆に違和感がない人っていうのは最初ないと思いますよ。最初の動画を見ました、初めて見ましたっていう時に、特にサムネイルを見て騙されましたって書く人よくいますからね。まああるあるですよね、それは。まあこのチャンネルのよくあることでございます。というわけで、本日の皆さんからのコミュニティの、あった。加藤正隆さんの質問がちょっと消えとったですね。並べ直したら出てきました。上川さんこんばんは。日米2+2会談がアメリカの提案で延期調整との報道がありました。新型コロナオミクロン株の感染拡大が一応理由とされてますが、私は岸田政権の中国寄りの人事や人権侵害非難決議の見送りと、
二股外交的な態度に対する警告と思えてなりません。岸田政権のグダグダ感と世界への誤ったメッセージを送っていることにとても危機感を覚えています。上川さんはどのように思っていますか？ご意見を伺えれば幸いです。ということで。こちらの意見を元にして一応記事を用意したんですけれども、さっきの、ちょっと見つからんぞって言ってる間に別の話でちょっと使ってしまいましたね。基本的には岸田政権の掲げているこの二股外交に対しては私は、ものすごい低評価を出している状態なので、まさに加藤正隆さんの書かれているように、この岸田政権のグダグダ感っていうのはものすごく私も同じ思いであります。で、アメリカが今回の件で言うと、なかなか、日米首脳、直接対談っていうのが実現しない理由としては、やはり日本の、いわゆるアメリカにとってなんていうか評価が高い行動っていうのは今のところ見せていないっていうのは一つあるんじゃないかなと私も思っています。ただこれはバイデン政権側としてはそんなことを表だっていうことはまずないとは思うので、それは仕方ないかなとは思いますけれども、あくまでもこれは推測の域を出るものではありません。ただし今の岸田政権っていうのはアメリカに対しては最低限の、そして中国に対しては忖度してますよっていうのがもう見え見えの状態なので、残念ながら韓国政治に似てきてしまっているのがものすごい気にかかるところでございます。まさかね、二階さんが引退した後でこんな親中政権もろもろっていう感じになるとはちょっと思わんかったですからね。怖い話でございます。なんか並べ直しをしたら、全然抜けてる記事がどんどん出てきちゃいましたね。何だったんだろう。こたつねこさん。アメリカやオーストラリアに加え、イギリスやカナダなども新疆ウイグル自治区への人権侵害や香港への言論弾圧を理由に外交的ボイコットを実施しました。自民保守派議員と共産党の志位委員長までも外交的ボイコットと声明を出しています。日本政府はオリンピック組織委員会会長の橋本聖子議員やJOC 会長の山下氏の、派遣し日本政府代表を見送ったそうです。しかし橋本聖子氏は政府関係者でもありますから一概には納得できません。岸田首相の決断は安倍元首相や高市氏からの決断を迫られ、泣く泣く中国側とアメリカへの顔色を伺っての決断かもしれません。岸田首相の優柔不断で玉虫色の決断に対し、米国側の対応が気になります。韓国では外交的ボイコットと報道し、日本の対応を揶揄しています。上川さんは岸田首相の決断をどのように思いますかということですが、こちらはまさに、先ほどの意見と全く同じような話なんですけれども、基本的には、政府閣僚以外を送れば中国側のメンツを潰さないで済むぞ。一方でアメリカに対しては、一応気遣ってそういった人間は出していないからちょっと同調した風な態度は取りましたよっていう、どっちつかずで両方とも顔色を伺うような外交を展開しているので、私としては、これは評価はしていません。ただ人によってはこれを評価する意見っていうのもあります。で、それというのが、経済界です。経済界ではですね、このどっちかにはっきりと意見を取るっていうのがまさにビジネスにとってはマイナスになるから、岸田首相に対してはやらないでくれよっていうような意見が多くなっております。北京オリンピック事実上外交的ボイコット、経済界が苦悩というニュースの中で、それぞれの経済界のいわゆる重要どころというか、有名どころの人たちがこんな発言をしております。日本商工会議所の回答は、悩ましいところスパッと言い切れないと、言葉を濁しております。経団連の会長は戦略的曖昧さでいいんじゃないか。これはですね、はっきりと非難する行動を取れば中国におけるビジネスでマイナス逆風がかかるので、もう政治はそんなことをしないでくれよ。もうどっちかっていうとそこを曖昧にしたままでいいんじゃないっていうのが経団連の考え方であります。大阪商工会議所の回答はもう政府に任せるとあんまり意見を出しておりません。関西経済同好会では外交的ボイコットという言葉が一人歩きしては困るが、政府代表は派遣しない方がいいという具合にして、いわゆる今の岸田総理の考えとほぼ近い状態ですね。中国側に対しては外交的ボイコットっていう言葉を使うと強烈になるので、これは掲げないと。
一方において完全にメンツを潰すわけにもいかないので、政府代表者は派遣しないという対応をすればいいんじゃないのと言っている、まさに岸田総理と関西経済同友会の考え方はまあ似たようなものとなっていると。同じく経済同友会の代表幹事は、貴色鮮明にすることが国益になるとは思わないというふうに話して、おそらくこれは外交的ボイコットを表明するなと言っているんだと思いますね。まあそういった具合にして経済界の中ではこの外交的ボイコットに支持する声っていうのはちょっと積極的なものは見当たらない状況なんですよね。この外交的ボイコットのを掲げると中国ビジネスにとってはまあ邪魔になるっていう考え方が残念ながら広がっているのが現実というところでございます。まあ日本企業に対してはそういった話をするんだったら中国以外でのビジネスっていうのをもっと力入れてくれよっていうのが私の考え方ですね。基本的にはこの日中のこの貿易関係が深まっていけば深まっていくほど経済界は中国に対して政府が何か強く言うことに対して反対する立場を取りやすくなってしまうので、あなたたちもうちょっと中国から脱出しなさいよっていう話ですよね。まあそういったわけで、岸田首相の決断については私は、不支持の方でございます。桜島俊さん、上川さんこんにちは。沖縄県の県です。玉城デニー知事ですが、国に反抗ばかりで基地移転の邪魔ばかりしています。中国の脅威に沖縄県民は気がつかないのが不思議です。中国の方が良い国と本気で思えるのでしょうか。どうしたら台湾の危機は沖縄県、日本の危機と理解できるのか。残念でなりません。全くその通りでございます。まあ結局のところですね、沖縄県民的に言うと別に中国の方がいいと思ってるわけではなくて、基地に対して文句を言っている人たちにまあ反対する理由が特にないみたいな感じですよね。沖縄県の人たちも結局のところ米軍基地関連の施設で働いてたりする人たちも多いので、まあ決して、無下にしているわけではないんですけれども、じゃあだからといってまあ基地反対派の人たちに対してあなたたち邪魔だから出てきとか、まあそういった風ないわゆる排除理論が沖縄の中で起こるわけではないんですよね。まあそこが残念なところで、私たちは基地と共に生きてるんだっていう感覚を持ってもらうことがちょっと必要じゃないかなと思いますよね。で、玉城デニー知事について言えば、そういった現場の感覚とは全く別に政治的な理由でもう基地反対を言ってるんだろうなっていうふうにちょっと私は思ってる状態なので、まああんまりこの人が続いてほしくはないところですよね。よいしょ。まあ何にしても自衛隊と基地もあるし、まあね、米軍の基地もね、なんだかんだ言って今沖縄にあるっていうのは中国側のことを考えると、まあどうしても避けられないんですよね。例えば北海道に基地がいっぱいあったとしても中国対応すぐにできるかっていう、まあそんなことはできないわけなので、まあ現状から言うとこの沖縄方面、九州方面っていうのはどうしても対中国のことを考えると、まあ今後も外せないことになると。なので、いわゆる市街地にある基地をどんどんと市の郊外であるとか、もしくはもっと沖縄本島の北のようなあまり人口がないような地域に移したりとかね。まあそういった、まあなんていうかな、難しいことではあるけれど、少しずつ進めるしかないんじゃないかなと思いますけどね。まあそれに自衛隊自身も今南方により軸足を移すべきだっていう話をしていて、まあ兵員のその配置についても少しずつ今は南だ。南を守れっていう話にはなってますからね。まあ、このあたりの流れっていうのは、そう簡単に変わるものではないと思いますね。AGT さん、岸田政権には騙されてしまったと感じています。自民党の公約より公明の方を優先し、総裁選公約の反中、ジェノサイドに戦うと言っていたが真逆の現在。アメリカの信頼は地に落ちました。上川さんのご見解はいかがですか？まあ私の場合だと騙されたっていう感覚っていうよりも初期の頃から言ってるんですけど、まあ、岸田総理のそのなんていうかな政策に関しては不安だって話をずっとしていました。まあつまり信頼が置けないから不安だって思うっていうのもあって、ああ結局やっぱりダメだったか的なところが実現してしまうのはまあ非常に悲しいとこですよね。で、自民党の公約よりもっていうよりも、公明党の力がそんなに強く働くのっていうとか、本当残念でならないですよね。よいしょ。
で、アメリカ側から日本に対する信頼が落ちているというのはまさにその通りだと思います。もう岸田政権というのが残念ながら、まあ、この親中政権であるっていう状態は今後もね、残念ながら続くだろうと得ないので、なんとかどこかしらで世論的な支持率が落ちて、次参議院選挙で負けてお気を据える必要があるんじゃないかなと思いますね。まあ、ただし、その時に立憲民主党が大躍進とかいうちょっと悪夢は見たくはないところでございます。そこが難しいところですよね。岸田首相のこの考え方にお気を据える必要はあるんだけれども、だからといって自公政権がなくなって、まあ立憲民主が政権取るなんていうのは私にとっては悪夢なので、そこのバランスがまた難しくって、なんとか自公政権が続いたままで、高橋さんにバトンタッチするような、そんな理想的な展開がないものかというところですよね。まあなかなかないものねだりはあるんですけれども、まあそういったものをちょっとね、期待せざるを得ないところでございます。よいしょ。シュテンドウェイさん、US はバイデンよりも議会の力が強いからね。まあそうですね。基本的には議会の方の上院下院がまあ強いので、中国に対していわゆる圧力を加えることをやめるわけではないと。まあ特に民主党も共和党もどっちもそうなんですけど、別に中国を許さんぞっていうところではまあ一致団結してる部分があるので、あとはやり方ですよね。で、民主党と共和党の対立ポイントはそういった対中外交じゃなくて、国内の経済政策とかですからね。あれらの意見がぶつかり合うところは。なので中国に対するアメリカ議会のこの力の向き加減っていうのはまあ変わらないんじゃないかなと。うん。よいしょ。うん。まあ今日のところはこんなところでいいかな。まあちょっと今日はスーパーチャットをしてもらえた方に全然、気づかずに話を進めちゃいましたが、まあぜひともめげずにこれからもスーパーチャットしてくれると嬉しいです。というわけで、本日はコミュニティの意見、まあ一応全部取り上げられた、まあ全般的に取り上げたと思いますので、このあたりにしようかなと思います。で、来週の話なんですけれども、今日の生放送中にも言いましたけれども、まあ今度は31日が金曜日で、土曜日がもう年明けっていうこともあるので、まあ、31日の夜ぐらいに生放送をやって皆さんと年明けるところまでやれればいいかなと思っております。で、その時はあまりニュースがないかもしれないので、まあ雑談メインでぐだぐだと話をするっていう展開になるかもしれません。なのでチャットの方がメインで、まあ Q&A 的なものをするか、もう本当に世間話的なもので、お話を進めていくかみたいな感じになるかもしれません。まあ、もしくは私自身がもうそれこそなんかテレビ番組つけながら、このみんなも見ようぜとかそういった極端な生放送になるかもしれないですね。まあただし、まあ皆さんも忙しいかもしれないので、その時はかなり人数が少ないのかなっていうのもちょっと心配なところではあります。さあ、あっという間に1年経とうとしておりますね、本当に。ダブルシュナウザさん、スーパーチャットありがとうございます。お疲れ様でした。おやすみなさい。ありがとうございます。チャールスト JP さん、上川さんの嫁募集。はい。2022年は嫁募集をやろうかなと思っておりますが、まあどうなるかわかりませんね。そのところは。まあね、本当どうしようかなって思うところですよね。難しいなと思うのは、現実世界で私が嫁募集をしてもですね、このなんていうかな、特殊的な人間なんですよね、私って。特に一般的に言うと政治的な主張が強い人間というのは、まあ嫌われるっていうか、疎まれるというか、あまりお近づきにはなりたくない人種の一人なんですね。まあ宗教的な話をする人と政治的な話をすると、どうしてもですね、一般的な人たちから見ると、なんだこの人はっていう話になりますし、女性の好むような話では全然ないですからね。まあそういった意味では現実世界のこの折り合いをつけるのが難しいということもありますし、まあしかもいわゆる安定職業についてるわけじゃないですからね。い
わゆる公務員ですよ、私、もう、このまま順調に勤め上げればっていうような計算も立たない、まあそんな生活をしてますし、で、今後、まあ選挙に出るなんてなったら、もうやたらと疲れるかもしれないっていうか、そういう面も、いわゆるリスクとして考えなきゃいけないですからね。まあそういった意味では、まあなんだろうな、少なくとも、例えば、まあ日本人なんだけどお父さんお母さんが中国人ですよっていう方は、ちょっと、問題があるんじゃないのとかね。そういうことにはなるかなとは思いますね。うん。まあ、しかも政治的な意見で言うと、まあ人によってはそうなんですけど、公明党の支持者っていう方とかもおられますし、共産党の支持者の人にしてみれば、何言ってんだこいつっていう感じで、私は見るでしょうしね。なかなか難しいところですよね。特に政治的な意見が強くなればなるほど、いや、それはないでしょうっていう具合にして、まあ、なかなかそういう意見の相違っていうのも発生する可能性もあったり、まあ、っていうのもありますし、まあ今日、あと顔いじってるんじゃないか問題っていうのも、まあ提起されている方もおられましたけど、まあそこも私の、いわゆる普通じゃないとこですよね。まあそういったいろいろもろもろの部分ありますし、まあただ、それ以外のところでは、まあ結構私は、まあ緩い部分ありますけどね。まあ例えば私自身は、まあいずれは東京に住むだろうという前提ですけれど、まあそういった意味では別にどこに住んでいる方でもいいよとかね。まあ最終的には合流する必要はあるんですけれども。だから日本全国どなたでもっていう感じではありますし。まああとは、見ている人なのかどうか問題ね。ありますね。まあ以前この話を生放送にした時に、私の娘どうですかっていう話された方いますけど、多分娘さんは私のチャンネルの動画見てないから何この人っていう第一声から始まっちゃうなとかね。まあそういう問題発生しますからね。まあ難しいところでございますよ。まあ年齢関係ないら立候補しますっていうことですけど、さあ年齢設定どうしましょうかっていうところですよね。さすがに全年齢とはいかないですよっていうところはちょっと私の希望で挙げさせてもらおうと思いますが。桜島俊さん、岸田総理の公約違反訴訟できませんかね。いわゆる公約違反訴訟っていうのはまあできないですよね。これまでの政治家の話で言うと。私は何々をやりますって言った人が全然それに反するようなことをすることもありますからね。まあ例えば、私は消費税についてはもう全く動かしませんよって言った人が、任期の最後の方になると、よし、増税になんとかにしようと思います。皆さんどうですかみたいな。まあそんなことにもなりかねですしね。早川さん、親中派は嫁候補になるのか。まあ私としてはご遠慮、もう最初から来ないでくださいっていうことは思いますけれども。まあもしかしたら送り込んでくる可能性もまあゼロではない程度には思っておかないというところですね。まあ例えば自衛隊の嫁さんの話ですると、自衛隊の人っていうのは結局なんかものすごくその基地内にいる時間が長いですから、なかなか外で出会いを求めるっていうのが難しいと。で、まあそういうお見合い的なものとか、そういった結婚相手探しますよ的な催しの中で出会う人の中で、なぜか中国系の人が多いぞ問題っていうのがあって、なんだろうねこれっていうのはちょっと以前から言われてる話ですからね。まあ自衛隊員っていうのはまあ公務員である以上ある程度計算できる職業っていうのはあるんですけれども、まあそれ以上の何か意図があるんじゃないかなと疑ってしまうっていう話はまあ十分ある話ですね。田代圭さん、どん兵衛食べながら年越しライブ良いねっていうことですが、まあそんな感じにはなるかもしれんですよね。まあというわけで、次の年越しライブはどんなものになるかっていうのは全く無計画で、走り出そうとは思っておりますので、その点はご了承ください。というわけで本日2021年12月25日の生放送はこの辺りで終わりにしようと思っております。それでは次回の生放送でまたお目にかかりましょうの前にちゃんと動画も作りますよ。平日は動画っていうことになっておりますので、そちらの方もよろしくお願いします。
それでは皆さん、おやすみなさい。またね。